はい、皆さんこんにちは、こんばんは。第7回30ミニッツレーベル新商品発表会となります。よろしくお願いいたします。はい、この番組は時間を忘れて楽しみ30分をキャッチコピーに展開するバンダイスピリッツのプラモデル30ミニッツミッションズとキャラメイキング、カスタマイズで自分好みのキャラクターを作り上げられるバンダイスピリッツ初のオリジナルガールズプラモデルブランド30ミニッツシスターズ、さらにアーマークロスにより自分だけのファンタジージョブを作り出せるブランド30ミニッツファンタジーの最新情報をお伝えします。こちらのチャンネル登録まだの方は右下のボタンからチャンネル登録をお願いいたします。また本日の感想は SNS の X にて随時ハッシュタグ30ミニッツ発表会でつぶやいてください。よろしくお願いいたします。はい、早速始まりましたが、進行役は今回根本さんの代わりになりまして30ミニッツシスターズのプロデューサーをやってます諸岡が進行させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、解説の方はいつものメンバーですが、まずは 30mm はこちらの方。はい、30ミニッツミッションズのプロデューサーをさせていただいております中林です。本日はよろしくお願いいたします。はい、続いて30ミニッツファンタジー。はい、30ミニッツファンタジー、担当させていただきますみんなのパイセンこと西田です。お願いします。よろしくお願いします。はい、始まりました。今回はちょっと男だけというむさ苦しい感じでお送りさせていただきますが、ちょっと根本さんが本日ちょっとお休みということで番組進行は私の方でさせていただきますが、よろしくお願いいたしますということで、皆さんどうですか？なんかちょっと新鮮だね。でもこの別で喋るのもなんとなく新鮮感、はい、なんか私が進行するのはちょっと新鮮ですね。じゃあ、早速なんですけど、すでにアジェンダとかもいろいろ発表してて、いろんな新しいメンバーの方も登場しますので、後ほどご紹介させていただければなと思います。はい、で今回も新アイテムを引っ提げての30ミニッツレーベル新商品発表会第7回ですが、改めて30ミニッツレーベルについて説明をお願いいたします。はい、30ミニッツレーベルとはバンダイスピリッツフリーデビジョンのオリジナルプラモデルであるを統括した総称であります。この3ブランドの総称ですね、名前ということになります。はい、ありがとうございます。はい、今夜もですね、最新情報、注目情報いろいろお届けしますので、はい、30ミニッツレーベル新商品発表会、このようなプログラムでお送りさせていただきます。出ますかね、プログラム今日の。はい、まずは30ミニッツレーベルから新ブランドの発表がございます。続きまして30ミニッツシスターズから新商品発表、そして新デザイナーの発表をさせていただきます。で30ミニッツファンタジーは発売直前ということで、そちらのレビュー、そして新しい商品の公開。30ミニッツミッションズでは新商品もありつつ、以前のティザーの答え合わせになるんですかねが発表されると。そしてアーマードコアの方もありますと。で最後になりますが、ニュースのピックアップニュースとしてコンテストとミッションの方についてのお話をさせていただきます。最後はエンドとなってますが、皆さんすでに何回も来られている方は分かる通り、エンド後に何かがあるんじゃないかなというところで、今回のプログラムはこのようになっておりますというところです。はい、以上の内容で発表会をお送りしますので、この配信をご覧になった感想は SNS の X 等で皆さんどんどんポストの方お願いいたします。まずはじゃあ早速いきますが、30ミニッツファンタジーに続く新たなブランドということで、こちらをご覧ください。はい、ということで、早速出ましたが、新ブランド30ミニッツプリファレンスについてご紹介させていただきます。そしてこの時間には新たなメンバーの方も加わってもらいまして、いろいろ説明させていただければなと思います。自己紹介よろしくお願いいたします。はい、30ミニッツプリファレンス企画担当の上原龍也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで初登場の
メンバーになりますが、ホビーのいろんな配信にはすでに上原の方出てるので、なんかガンプラの方とかの配信を見たことがある方はすでにちょっとだけ分かるかもしれませんが、今回30 minutes プリファレンスの企画を担当してまして、いろいろ聞いていけたらなと思いつつ、ぜひぜひ。あとは30 minutes sisters の方は私と上原で、はいずっと最初期僕一人だったんですけど、その後上原が入ってそうですね2人でずっとやってきて、今はもうちょっとメンバーが増えていろいろ企画をやってますので、クオリティっていうんですかね、そういう部分に関しては、僕以上にいろいろやってくれてるかなと思いますので、いろいろコンセプトの説明をしていけたらなと思いますので、じゃあ早速ちょっとブランドコンセプトです。はい、ブランドコンセプトになりますが、自分だけの好きを作り出そうというところで30 minutes プリファレンスとなっております。これだけ見るとちょっと何のことやらというところがちょっとありますが、じゃあ続いて次のスライドをいってみましょうか。はい、この30 minutes プリファレンスというのがですね、30 minutes レーベルのノウハウを受け継ぐ、新ブランドとなっております。はい、でここは実は今まで30 minutes ミッションズ、シスターズ、そしてファンタジーとありましたが、こちらすべてオリジナルの企画となっておりましたが、30 minutes プリファレンスに関してはいろんなさまざまな IP でですね、キャラクターの商品化をしていく新ブランドとなっております。そしてこの30 minutes レーベルのノウハウっていうのが、我々が過去培ってきた構造ですとか、クオリティとかそういうものをふんだんに取り入れて、そういう新しいブランドっていうのを立ち上げたいと思っておりますというところです。はい、なので、ちょっとこれからじゃあ何のやつが発表されるのかなという、皆さん多分お楽しみ待ってるかなと思いますので、じゃあ早速商品化第1弾の発表をお願いします。それではこちらをご覧ください。はい、ということで、30 minutes プリファレンス、ボッチザロックより結束バンドの4名の商品が決定です。拍手はい、ということで、ちょっとまず、ボッチザロックという作品についてちょっと簡単にご紹介させていただければと思います。次のスライドお願いします。はい、ボッチザロックとは、漫画タイムキララマックスにて連載中の、人気4コマ漫画となっております。作品の内容としては、極度の人見知りで陰キャな少女後藤ひとりが結束バンド、この、画像に映っている4人ですねというバンドに加入し、3人の個性的なメンバーとともに成長していく様を描いた作品となっております。ガールズバンドアニメということで、2023年秋にテレビアニメが放送されて、現在2024年8月9日から映画館で劇場総集編の後編が公開中の作品となっております。ありがとうございます。そして、じゃあ次のスライドお願いします。はい、結束バンド最初の商品化は、ぼっちちゃんこと、後藤ひとりとなります。はい、30MP 後藤ひとりということで、2025年3月発売予定、4840円となっております。はい、詳しくは、iPad いろいろ画像をね、そうですね、ご用意していますんで、紹介していければと思ってます。はい、こちらなんですけれども、現在鋭意開発中の、ものとなっておりまして、ちょっと構造とかも、今現在、絶賛検討中となっておりまして、速報版ということで、試作を、お持ちしております。はい、まず後藤ひとり、衣装に関しては、結束バンドのライブ衣装である、結束バンド T シャツにて、商品化をさせていただいております。はい、後ろ側はこんな感じになっていて、ちゃんと手首に結束バンドを、巻いているというようなことが確認できるかなと思います。ここでちょっと皆さんにお伝えしたいところで言うと、やっぱり30 minutes レーベルのいろんな構造を取り入れている商品になってますよというところなので、各関節の構造ですとか、そう髪の毛の取り付けとか、顔の取り付けとか、そういうところはやっぱり過去30 minutes レーベルで培ってきたノウハウを踏襲して、より良いものを今鋭意開発中というところになってます。ありがとうございます。
じゃあちょっと、次の、画像なんですけれども、劇中で、後藤一人、2回ライブシーンがあるんですが、文化祭とライブハウスの、2種類のライブをやってますと。で、スターリーというライブハウスでライブをした時の衣装も、再現可能となっておりまして、こちら何が変わっているのかというと、主な違いとしては足が、ジャージからハイソックスに変わってます。で実は靴も、ローファーに、変わっているとか、スターリーのライブの時は結束バンドを巻いていないので、腕に結束バンド巻いてないよというような状態になっております。はい、続きましてフェイスパーツの使用に関してですね、こちらは、担保印刷を施したフェイスパーツが、2種類付属いたします。左側がギターを演奏している時の真剣な表情、右側が、いつもの、無表情っぽい、ぼっちちゃんというような感じの表情となっております。いや画像がなんかぼやけて画像がぼやけて、ありましたね。はい、これ付属品のちょっと一部になっているんですけれども、もちろんぼっちちゃんが、使うギターも付属しますし、エフェクターボードみたいなものと、あとは、各種の表情手首なんかも付属予定でございます。これはあれですよね、まだちょっとその構造が出てないので、ちょっと色に関しては今塗装をさせていただいてて、そうです。多分ちょっとプラモデルなのである箇所によってはちょっと色をオミットして商品化しているっていうような形になってますね。はい、補足ありがとうございます。じゃあちょっと物の方をお持ちしておりますので、皆さん気になる、多分どのぐらいなクオリティなのかというのが多分気になると思うので、見ていただきたいなと。実際のものをちょっと見ていただきましょうか。はい、じゃあこんな感じで今回はちょっと2つドッペルゲンガー的な感じで2つお持ちしているんですけれども、こちらのカラーになっている方が、ライブハウスでライブした時のイメージのもので、こちらサフ状態の試作品が、文化祭でライブした時の、格好になっております。じゃあちょっと、こちらものを見ながら、iPad で紹介できなかった、仕様をちょっと4つに絞って紹介させていただきたいと思います。でまず1つ目なんですけれども、この今カラーのものがついているんですけれども、アクション用のスカートっていうものが付属します。こちらは最初から、足を開いた、状態に対応したバサッて開いた状態のスカートになってまして、こういう感じの、なんでしょうね、この激しい、ギター、そうですね、激しいこうソロ弾きをするシーンとかの、シーンを再現できるようなスカートになってます。こちらのもうユーザーの方でもすでにね、ボッチザロックを見てる方はこのシーンがどのシーンかっていうの多分分かってると思うので、激アツのシーンが、再現あるんですけれども、スカートがね、ついてると。でこれこのグレーの方と比べるとグレーの方が通常用のスカートとなっておりまして、こちらは、普段のすだちの時のスカートの形状を再現したものになってます。こちらが2種類付属するので選んでつけることができる仕様になっております。これはちょっとうつむいてるじゃないですか。これだからうつむき用のちょっとね、首の可動とかもね、そうですね、入れてしっかりこのギターを再現しているというのをやろうかなみたいな。ちょっとこれは前髪もね若干垂れてるような。それが2つ目のポイントでして、ぼっちちゃんといえばこのガーッとうつむいた前傾姿勢での勢いのある演奏ということで、こちらも、新規パーツということで、このグレーの方と比べるとグレーの方が通常状態の前髪になっているんですが、2種類付属して、この鬼気迫る、ソロを演奏する時のシーンが再現可能となっております。はい、これT シャツちょっと見づらいんですけど、正面にこれ結束バンドのマークがあるんですけど、これ実は色分け再現をねしよう。そうですね、色分け再現を検討中の。今多分できるかなと思ってそうですね、今ちょっと設計に頑張ってもらってて、いやなんか自分はシールでいいんじゃないかってすげえ言ってるんですけど、どうしてもやっぱりね、そうですね、色分けしたいよなっていう。バンダイホビーはちょっとね、そうですね、すごいそういう技術のね求められたりするので、ちょっと色分けチャレンジしたいっすみたいなところで、今ちょっと鋭意検討中でやらせてもらってますと。でちょっと3つ目のポイントとして、すいません、ぼっちちゃん過激派警察からはちょっとなんか言われてしまうかもしれないんですけど劇中で文化祭の時にボトルネック奏法を披露するシーンが実は
ありまして、それ用のパーツというものも付属しますと。こんな感じですね。なので、これ見えますかね。今ちょっと右手のところにボトルを持ってるんですけど、これラベルも付属する予定ではあるんですが、このパーツを使うことで今ちょっと衣装が違うんですけれども、文化祭ライブの名シーンを再現可能ということになっております。で、はい、全てのねこの結束バンド T シャツを着た時の後藤一人を再現したいということがあって、こういうパーツもつけてますと。はい。で最後の4つ目の仕様となっているんですけれども、後藤一人といえば、可愛いキャラクターであり、ギターを弾くかっこいいキャラクターであり、もう一つは、百面相の面白いキャラクターということで、こちら、水転写違うわ、担保パーツが、2種類付属というふうにお話しさせていただいたんですけれども、水転写用ののっぺらぼうのフェイスパーツっていうのが付属しまして、そこに、いろんな水転写デカールの、表情をつけようと思ってますので、ちょっと一例を今ご説明させていただきたいなと思って持ってきてますと。これ、いつも30 Minutes Sisters だと3種類の担保印刷パーツが付属してるんですけど、30 Minutes Preference はおそらく大体2種から3種ぐらいを付属させていこうかなとずっと思ってて、それ以外にもやっぱ結構そのアニメの中の演出っていうんですかね、結構いろんな表情をやっぱキャラクターがすることが多くて、はい、こういうのはちょっと担保ではなくて水転写でたくさんいろんな表情があった方が、ユーザーさんの方もいろいろ遊べて楽しいかなみたいなところで、はい、今のところそうですね、この表情パーツに関しては貼り付け可能なものを複数付属させられればいいなというところで検討を進めておりますので、いろんな表情が付属するので、ぜひ自分だけの好きを作り出そうということがブランドコンセプトになっていますが、好きな、シーン、好きなポーズみたいなところを再現できるような仕様となっております。もうせっかくなんでもう1種類ぐらいちょっと表情をお見せしようかなと。そうですね。そう、先ほどねブランドコンセプトで自分だけの好きを作り出そうというのがまさしく自分が好きなキャラクターを作ろうとか、自分の好きなアニメ作品のシーンを再現しようみたいな、そういう好きを体現するブランドでありたいなっていうのがコンセプトになってますので。いろんなこういう付属パーツとかをしっかりちょっとねいろいろ付属して、ファンが楽しんでもらえるようなね、こういうような顔をねいろいろ入れようと。これ1話でぼっちちゃんというあだ名を拝命する時のボボボボッチですというところのシーンの表情とこれ以外にもちょっといろいろ付属するんですが、今回お見せしたのは一部ということで、なっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じですかね。その他なんかまだいっぱい本当は言いたいことはそうなんですよね。本当は結束バンドをもう4人商品化すると言ってしまましたが、どうですか西澤さん、もう4人商品化するって言っちゃいましたけど、これはすごいよね。発表で一気に4人まで全部やりますっていうの。いやそうなんですよ。で、もう楽器これギターがギタリストのプラモデルっていうのがそもそもかなり珍しいんじゃないですかっていうところがあるんですけれども、これ、ギターがついてるっていうことは、他の3名も楽器がっていうところで、そのバンドライブシーンみたいなところを自分だけの救いを作り出せということで、作り出してもらいたいなというところの、コンセプトになっております。そうですね。シャニマスね、25人最初はやりますってね、その後28人ね気づいたら増えてね、そんなことあったんで、4人ぐらいいけるだろうっていう気合でね、そうですね、気合が我々この上原諸岡キャラクターチームはね頑張ってますんで、ぜひぜひちょっと続報をさらにね他のキャラクターも発表していきたいなと思ってますね。もちろんぼっちちゃんの方もいろいろちょっと受注の方とか始まってきますので、皆さんぜひお買い物で求めいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃまとめに入った方がいいです。はい、じゃあここまで新ブランド30 Minutes Preferenceのお知らせでした。はい、続きまして30 Minutes Sisters 新商品情報です。はい、30 Minutes Preference の方引き続き上原の方も残っていただいて、これから30 Minutes Sisters の最新情報をお届けいたします。
最初はこちらのお知らせからです。どうぞ。新デザイナー発表というところで、はい、ブンブンさんに続く新たな新デザイナーさんというところで、また新しいメンバーをちょっとご紹介させていただければなと思いますので、こちらの方です。はい、イラストレーターそしてキャラクターデザイナーをしているアンミさんとなります。プロフィールの方ですが、同人活動とかもしつつ、商業でもライトノベルの表紙とか挿絵とかもやってたり、あとはゲームのキャラクターデザインなども手掛けるイラストレーターさんとなっております。直近だと FGO の方のキャラクターデザインをやってまして、安住の空ですね、かなりバズってたのかなというところがアンミさんとなってます。そして、コメントですね。プラモデルデザインを初めてで緊張していますというところで、皆様に楽しんでいただけるものを作りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたしますとコメント預かっておりますというところで、アンミさんについては本当にブンブンさんと同じタイミングで実は、ご相談させていただきまして、ちょっとプラモデル自体初めてデザインするので結構不安ですというような結構話をいただいてたんですけど、うちのその30 Minutes Sisters の島田さんから海老川さんから柳瀬さんっていうデザイナーさんのこともすでにご存知で、実はそのイラストレーターを目指すきっかけのなった一つは島田さんも一人だというところで、結構そのちょっとそのいわゆる神様と一緒に仕事する感じがちょっと最初プレッシャープレッシャーを感じてしまいますというのがあったんですけど、いやいやそんなことないですというか、みんな温かいメンバーなんで、いろんなその島田さんとか海老川さんもとか柳瀬さんもフォローしますよっていう形で、ちょっと一緒にできたらいいですねっていう話から、きっかけがありスタートしていったという形で、ようやく新商品そして新キャラクター発表できますので、早速じゃあちょっとキービジュアル、アンミさんのキービジュアルをいただきましたので、こちらどうぞ。はい、こちらアンミさんの新しいキャラクターのキービジュアルとなっております。はい、こちら実はソーレイちゃんというキャラクターでして、アンミさんのこのちょっとかっこかわいいキャラクターでありつつ、この綺麗な背景っていうんですかねっていうのを仕上げていただきまして、ちょっと今までとはまたちょっと違った感じのシスターになったのかなと思っております。かなり雰囲気も今までのシスターとは一風変わった、SF みたいなスタイルから今度ちょっとあれ日本なのかなみたいなところがちょっと感じられますね。感じられますね。いいですね。はい。じゃあ早速商品の指示画像の方もありますので、こちらの方お願いいたします。はい。じゃあこちら、30 Minutes Sisters SIS N00 ソーレイカラービーとなっております。2025年2月発売予定2750円となっております。はい、こちらソーレイちゃんになってまして、いつもの通り30 Minutes Sisters の新キャラクターとなってますので、ちょっと CG 画像の方を見ていきましょうか。はい、こちらのタッチ絵となっております。こちらなんかね、見ていただくと分かるんですけど、少しちょっと鬼っぽい雰囲気のキャラクターデザインモチーフになってたり、肩のところに少し甲冑みたいなものがあったり、ちょっと鬼の面みたいなのが右肩についてたりと。でちょっと見ていただくと、少しなんかちょっと制服みたいな感じのデザイン様式をこうやって取り入れてもらってるっていうのは、こう上半身の形。可愛いですね。この服みたいなところが今までになかったですね。これはこういうのなかったデザインラインとしては。であとちょっとこの靴っぽいスニーカーっていうんですかね、今っぽいこのスニーカーのパーツっていうのがあったり、ちょっとここら辺はすごい感じですね。でこれ背面側になってますと。ちょっとクリアパーツなんかもちょっと使ってみたり、こうやって剣にもついてましたけど、このエフェクトみたいなところがまたなんかアクセントになっていいですね。はい、でこれが先ほどの剣のところのパーツのクリアパーツとか、このような形を今想定しておりますというところです。はい、で顔の表情ですね。こちら担保印刷の3種類の表情がつきまして、通常っぽい顔、そしてちょっと照れてる顔、そしてちょっと気合が入ってるような顔になってまして、歯のパーツが実はまた分割をしてまして、これはユフィアの時にもやってたんですけど、歯を
ありなしを選択式で、組み立てられるというような形になってますというところです。めちゃめちゃ顔がいいです。顔がいいですね。細かいんですよね。細かい。やっぱこのアンミさんのこのデザインのちょっと特徴でもあるんですけど、これすごいんですよ。目のこの再現っていうのが少しこうちょっと繊細な感じの再現っていうのをちょっとね、これ今 CG なんですけど、今実はもう鋭意開発中で、そういうのもちょっとお見せできたらなと。かわいい。はい。そしていわゆるヘッドギアっぽい鬼っぽい角がないバージョンの髪型も付属しますよと。で今まで実は髪型のインナーカラーってやったことはなかったんですけど、今回この後ろの髪型のバックヘアですかねがインナーカラーっぽくなって2色の色を使い分けているという形になってますというところです。はい、はい、これがちょっとこうポージングをとってる感じですね。少しこの股のところ、股って腰かな、腰のところにフリルみたいな形状が実はついてまして、そういうところの細部まで表現がされてたり、この鬼の面が実は顎が可動しまして、そういうところもちょっと細かい仕様なんですけどもあったりしますと。はい、で刀にはこの炎のクリアのパーツがついたりで、ちょっと刀の方は少し分解ができまして、こういうような形になってて、これいいですね。これ細かいディテールがもしかしてこの丸くなってるのは3ミリジョイントになってるんですね。はい。ということで3ミリジョイントをちょっと取り入れたりしてて、ちょっとそこら辺のね面白さみたいなのはいろんなカスタムに使えるのかなとちょっと思ってますというところです。はい、なんか右手も表情ついた手になってるんですね。そうですね。今回偶手、平手、そして持ち手みたいなのが付属してまして、次のページですね。はい、このような形でなってます。ちょっと前ですかね。はい。ちょっと CG なんですけど、このような感じで付属パーツついてますので、はい。じゃあちょっと早速ものがありますので、ちょっとものの方を見ていきましょうか。はい。こちらが今開発してますソーレイちゃんの、いや可愛いですね。はい、お掃除になってますね。すごいこれちょっと見えるかな、この顔のとこ実はこれもうね試作なんですけど、下ろした方がいいですかね。一回ちょっと顔が映るかな、ここの顔のとこなんですけど、可愛いんですよこれ。先ほどのね絵の感じっていうのをちょっと再現したような瞳になってまして、結構そこが難しいところではあったんですけど、少しなんですかね、担保印刷の進化みたいなのもうちもちょっとトライできたんじゃないかなみたいな商品になってますというところです。かなりアンミさんが繊細なタッチで絵を描かれる方なんで、それをできる限り再現しようっていうところでなかなか気合い入れて作った感じですよね。で今までのシスターのいわゆるフォーマットみたいなところはちゃんと踏襲しているので、その組み替え遊びっていうのもできたりしつつ、ここのもものところの三角のところがあるんですけど、そこ外したら3ミリ3ミリ穴が入ってたりとか、太もものところの軸のところとかちゃんと揃ってたりするので、いろんなカスタムっていうのもしっかりできたりするっていうのが、今回ちゃんとしっかりと 30ms の新キャラクターとして成立したのかなと思っております。であとちょっとこれあんまり言ってないんですけど、あんまり言ってないというか言ってないんですけど今言うからね、言ってないんですなんで、実は素材にもなかったんですけど、この鬼の面があって、ちょっと怖いなしてますよね。ちょっとね完成怖いですよね。ちょっと場をつないでおいてもらっていいですか。さっき服のさ真正面のところ鬼のマークあったね。そうですね。30ms のデザインラインとして、エンブレムみたいなのが胸についてるっていうのが、結構法則性になってるんですけれども、そこも、新切れデザイナーではありますけれども、踏襲した感じになっていると。ちょっとできました。ちょっと鬼の面が実はつけれますっていうのがちょっとした遊びとなってますので、ちょっとこれリリネルちゃんにちょっとつけてますが、ちょっとこんな感じで、こういう遊びができてますので、そういうのがちょっと裏仕様じゃないですけど、こういうのもちゃんと楽しいですね。これは楽しい遊びがあるのが、ちょっと鬼の面となってますというところで。組み替えが怖いからいろいろ紹介しきれない部分もあるかもしれないけど、いやそうなんですよ。いろいろ仕込んでますよね。いろいろ仕込んでるんですけど、いろいろちょっと分解すると怖いので、ちょっとねもうちょっとしたらテストショットとかもちゃんと公開していきたいと思いますんで、またいろんな進捗がありましたら
発表できればなと思いますので、はい、じゃあいいですか、続いて次の、じゃあちょっともう疲れた感じしますがいっぱい喋ったそれでいろいろ一発目だったんですけど、なんかもうちょっと後藤一人とソーレがついてすごい僕新キャラみたいな感じになってますよね進今。行をやってるんでちょっとめまいがしてきますけど、はいじゃあまだ続いての、はい行きましょう商品いきましょう。はい、じゃあ続いての商品が 30ms オプションパーツセット16フェアリーコスチュームカラービーとなっております。こちらが2025年2月発売予定で1650円となっております。はい、こちらですね。まあもう皆さんもうねコスチュームといえばいろいろいつも物議を醸すという物議があるというかね。そうですねはい。で、まあちょっとね見ていただくと分かる通り、また胸のねデザインが2種類ついてるっていうところが、まあ今回こちらのコスチュームとなってますというところで、はい。じゃあ CG の方行ってみましょうか。はい。こちら先ほどとまあ同じ画像になってくるんですけど、おぶねー。ネタバレか？はい。ちょっとネタバレは皆さん。はい。で胸のデザインがまた新規になってまして、はい、このような形になってます。あとはヘッドギアのパーツの方が、こういう風になってますというところで、こちらの方デザイナーさんは島田海老川さんになってまして、海老川さんこちらのコスチュームを引き続きやっていただいたという形になってますというところで、フェアリーコスチュームということで、なんかエルフっぽいみたいな感じの耳のデザインになってるんですよね。はい、まあ耳っていうかヘッドギア。なんかあとカラーリングもちょっとその黄色と、このグリーンっていうのが、まあ、少しフェアリー感があるような、まあ、色を海老川さんとご相談して決めたという形になってます。はい、でこちら付属物ですね。まあ、このようなパーツが付属してますよというところで、まあ、ヘッドギアが新規になってたり、胸部のデザインが新規のものがついてたり、あとは以前からついてるコスチュームの方の右下にねありますが、こちらのパーツも付属してますので、まあ、こちらの方どちらを付け替えて遊んでいただいても問題ないかなというふうな形になってますというところで、ちょっと物の方も見てみましょうか。はい、はい、こちらがテストショットになりますが、ちょっとね胸部のところがこれ新規の方になってまして、あとヘッドギアですね。ヘッドギアも新規になってますというところです。まあ、ちょっとこれはいろんなやつをカスタムしてるんであれなんですけど、まあ、顔はティアシャの顔をちょっと使ってたり、腕はあれですね、アームパーツ&レッグパーツカラービーですね。はい、使ってたり、で下の足はホワイトを使ってたりね、ブラックホワイトってやつですね。っていうのをちょっと組み合わせて遊んでますというところになってますと。これヘッドギアの基部がいつもと同じコスチューム系統のギアになってるから、カスタマイズがいろいろできますよと。そうですね。いうようなことですよね。はい、なんでヘッドギアとしても使ってもいいし、他のものをつけてさらにちょっとエルフじゃないものを見立てて遊んでもらっても全然問題ないと。このつけてる場所が下側なので、多分最初に出たイビルコスチュームとかの角とかも一緒につけられるんじゃないかなと、思います。はい、ちょっといろいろね遊べるコスチューム商品になってますというところで、ぜひこちらの商品もよろしくお願いいたしますと。はい、じゃあ続いてはこちらになります。はい。はい、次の商品は 30ms オプションフェイスパーツ表情セット7カラー A と 30ms オプションフェイスパーツ表情セット8カラー B となっております。こちらが2025年3月発売予定、1397円税込み予定となっております。はい、こちらフェイスパーツ商品になってまして、先ほどちょっとリリネルちゃんが急に登場したと思うんですけど、そちらのね方を使ってね説明したりしようかなと思うんですが、まずはちょっと CG 画像の方にちょっと行きましょうか。はい、こちら表情3種類担保印刷つきまして、ちょっと笑顔で横向いてる顔で、あとは少しなんかムッとしてるような顔が左下にあって、あとはちょっと舌を出してるっていうんですかね、なんかちょっとやっちゃったみたいな顔になってますというところで、少しこれリリネルに少し似てるんですけど、リリネルより少しアップデートしたり、ちょっと大人っぽくした形になってる表情パーツなので、これはリリネルとしても全然使っていただいても問題ないですし、
それ以外のキャラクターとしても使っていただいても問題ないような商品になってますので、結構いろんな可能性があるような商品になってるかなと思っております。でこちらあれですよね、結構今までの30ms のフェイスパーツは結構汎用性を重視したものが多かったですけど、今回はかなりオーバーな表情が多いんじゃないかなっていうところで。はい、今まではそうね、比較的いわゆるその本当に汎用的な、通常顔があって笑顔があって、キャラメイクですからね、気合が入ってみたいな顔が多かったんですけど、今回は少しちょっと尖ったというかような表情が入ってるっていうのが表情7、8と、はい、こちら表情8の方ですね。ムスッとした顔があったり、ちょっと顔が大きい笑顔があったり、なんかぐぬぬっていう顔ですよね。歯を食いしばってる顔。下2つが可愛いんですよね。このキャラクター性が非常に出てくるようなちょっと拡大しないと分かんないかもしれないですけど、目がハートになってる。そうですね。これよく見るとすごい。これが可愛いんですよね。ハートになってますというところで、なかなかララネルの表情としても使えるということで、ララネルちゃんなかなかおもろい表情をする子なんだなみたいな、ところにも感じちゃいますね、これ見ると。でこれまだちょっとララネルの体につけてますが、少し大人っぽくなったということでちょっとロングヘアの方をつけてますが、少しこうぐぬぬっとしたような顔になってますというところで、ちょっと実際ものもあるので見てみましょうか。はい、こちらがテストショットになりますというところで、ちょっとうつむいちゃってるのがあれなんですけどこういう感じでね、はい、難しいな見せるのが難しいはい、こんな感じで。でも遠くから見てもキャラ感が伝わってくるぐらい表情にすごい表情が豊かになってね、なんかね。そうなんですよ。可愛いよね、なんかね。でちょっとね小さいんで見えないかもしれないですけどこういうパーツもね、他の顔のパーツもあったりして、ちょっと下出てるやつがあって、ムスッとこれこれちょっとこの顔なんですけど、ベロの方はパーツ分けされてないですけど、実はこの口パーツ分けされてて、実は後ろこう見ていただくと分かるんですけど、ここにパーツ分けされてて、はい、っていうようなぐらいちょっとこだわりましたというところですね。でこちらの表情セット8の方ですね。こちらの方もちょっと分かりづらいんですけど、このぐぬぬっていう顔はしっかりパーツ分けされた顔になってますというところです。歯のところがちょっと後ろ見ていただくと、こうやってパーツが分けられてますよっていう構造。ここまでぐぬぬってしてるのは結構 30ms でも珍しいんじゃないですか。初めてぐぬぬってしてますよね。とんがった表情パーツを作ったかなというところで、ちょっといろいろ最初こう考えた時に何作ろうかなみたいなので、もう今までの顔はもういいんじゃねえかっていう話になり少しちょっととんがった顔を作ってみるかっていうところで、こういうのがあった方が、いろんなこの遊び方をしてるのがね、いろんな SNS とかでも見受けられるので、表情っていろんな表情があって、それをバリエーションがあった方が、楽しい写真とか撮れたりするので、そういうのでこういうような商品が生まれていったという形になっておりますというところです。はい、すごいな、フェチがすげえな。どうですか、中林。いやかなりフェチがすごい。つかんのせた、あ、ごめん、つかんのせた。うわ、フェチズムがすごい。いつもの。今日は俺の役。出た。お願いします。俺の役。今まで忘れたと思います。普通にフェチすげえなと思ってたら、そうこれがあったんだっけ。ごめんごめん。パイセンの役なんだ。今日はね、根本さんがお休みなので、今日は西澤さんにやっていただいてますが、はい。はい。ということで、表情7、8というような商品になってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、続いてはこちらです。はい、続いてが 30ms オプションヘアスタイルパーツボリューム11全4種、ロングヘア4、イエロー3、ポニーテールヘア3、ブラック1、ツインテール8、ピンク1、ロングヘア5、ホワイト1となっております。それぞれ2025年3月発売予定、税込み660円想定となっております。はい、こちらの商品ですね、ヘアスタイルパーツの方も、第
11段とすいうところで、ごいですね。もう数字だらけでないろんなんか混乱してきます。11,4,4,3みたいな。はい、ちょっと暗号っぽくなっちゃってますが、いやただ今 30ms の公式ホームページの方もリニューアルされてて、いやそうなんですよねかなり見やすく変わったので、はいまあちょっとそちらの方を見ていただければより分かりやすくですねなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっと皆さんそちらの方を見ていただければと思いまして、まあ、今回の新商品ちょっと CG 画像の方に行ってみましょうか。はい、こちらがオプションヘアスタイルのロングヘア4ですね。これイエロー3というところで、まあ、このようにちょっと薄いイエローになってますが、みんな大好きロングヘアはい、ロですね。ングヘアはすごい人気で、大人気アイテム。いつもなんかロングヘアがいいっていう声がやっぱ圧倒的にちょっと、ね、多くてですね、まあ皆さんのねそういう思いを聞きながらちょっとね色替えの商品をちょっと作ったりみたいな感じで、これはエリエネの方につけてて、まあ、少しこういうような感じになってますので、まあ、こっちはちょっと笑った顔と合うような形になってますと、似合ってますねところです。はい、これあれですか、エリエネの髪と同じ色味。いやこれは違うやつか。リリネルと一緒になるほど。なってます。はい。はい、で次がポニーテールヘアですね。こちらはリシェッタの体なんですけど、まあ、顔はフリージャーウェフリージャーウェアのねアのリシェッタをちょっとつけてアップデて、ート版少しちょっと大人っぽく見えるか可愛いですねなという形になってます。このポニーテール姿もね結構ねリシェッタに見えないかなと思ったんですけど、なんかポニーテールになったらリシェッタにちょっと見えるかなという形になってますね。はい、いいですね。このような構成になっておりますと。はい。でこちらがツインテールになるんですが、これはツキルナの実はヘアになってまして、ツキルナのヘアの、まあ、ピンクバージョンという形になってます。これちょっとシアナの方にちょっとつけてまして、まあ、このような形になってますね。ツキルナの髪型は結構やっぱ人気が高いので、まあ、こちらのカラーバリエーションを出すことで、まあ、いろんな遊びが幅が広がるんじゃないかなと思っております。はい。で続きまして、はい、ロングヘア5ですね。こちらシアナの髪型になってまして、色はネバリアとかと同じホワイト1になってますという、似合いますね、ネバリア。この髪、まあ、ネバリア何でも似合うのかもしれないですけど、こういうような形になってますというところです。はい、で実際にものの商品ありますので、はい、テイストショットの方ちょっと行ってみましょうか。はい、こちら並んでますが、まあ、最初のねやっぱキャラクターのこのエリエレンとかシアナとかリシェッタとかネバリアありますけど、まあ、そちらに髪型をつけただけで結構印象がやっぱだいぶ変わるのかなと思うので、まあ、このヘアスタイルパーツってかなりキャラクター性が変わるパーツでもあるので、まあ、いろんな組み合わせができたりすると、まあ、楽しいよねというような商品になってます。もう11種類もあるといよいよなかなか大量のパターンの髪型を作ることができるんじゃないかっていう。そうね、いろいろね、多分今って前髪と後頭部のラインを、まあ、なるべく揃えてたりするので、まあ、前後で揃えたりとかすることで、まあ、いろいろ組み合わせがね、そうですね、いっぱいできる。形状によってはつかないものもありますけど、はい、なんか前髪だけ別のものに変えたりみたいな遊びもできたりしちゃうっていう感じですよね。はいはい、というような商品になってます。じゃあこちらの方は第11弾まで続いてますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いいたしますということで、最後はプレミアムバンダイで受注中の商品となっておりますというところで、スライドの方よろしくお願いいたします。はい、こちらが 30ms シス DC75B、ノティリカトラティリカコモドフォームとなっております。はい、こちらの商品ですがプレミアムバンダイの方の商品になってまして、まあ、こちらの方のちょっと紹介をさせていただければなと思いますので、はい、CG の方に行ってみましょうかね。はい、ちょっとですよね。はい、CG 画像お願いいたします。はい、こちらプレミアムバンダイのページと同じものになるんですけど、ノティリカトラティリカの商品になってまして、ちょっと水中のキャラクターをちょっとイメージしてまして、こちら海老川さんの方がデザインしていまして、一部島田さんの方が監修とかをしてキャラクター監修っていうんですかね、していただいたようなキャラクターとなってますというところですね。水中製のポルタノバの方を使用してまして、そちらの組み合わせで新規パーツがいろいろあったりするような、このページをちょっと見ていただくといろいろ実は分かるんですけど、胸部のデザインが2種類ついてたりとか、
ゴーグルのパーツがついてたりとか、新規の担保パーツがついてたりとか、あとはガジェットっていうんですかね、ものが新規でついてたりというような商品になってますというところです。ちょっとこちらの方は実はものもありますんで見てみましょうか。はい、こちらも実際のものになってますね。結構SNS 上でゴーグルってどうやって動くのみたいなところで一応書いてあるんですけど、ページには一応これ差し替えじゃなくてこうやって開閉式という形でこうやって動くような形になってますので、そういうような形になってますと。ちゃんと動くゴーグルっていいですね。はい、でこれ2個用意してるんですけど、胸の胸部のデザイン2種類付属してて、あとはいであれこれいいとかやってんな、今やってんなやってんな俺。はい、こういうのがあったりで、もともとの素体はネバリアを流用してるんですけど、新規パーツ結構ありまして、実は胸部のとことかも新規になってたり、お腹ですね、お腹のとことか胸部のとこも新規になってたり、実は髪型も一部ネバリアなんですけど、前髪の方は新規になってて、ちょっと違う髪型に実はなってるんですよ。っていうところが結構この商品のいいところになってますので、ぜひぜひちょっと皆さんお買い求めていただければなと思います。まだ多分受注ギリギリしてたと思うので、はい、まだ購入してない方はぜひぜひちょっと購入をしていただけると幸いですというところですと、結構いっぱいありましたが、はい、本日の商品のちょっとまとめいってみましょうか。はい、でいろいろありましたが、最初あんまないかなと思ったんですけど、新キャラクターがあったり、コスチュームがあったり、ヘアスタイルがあったり、フェイスパーツがあったり、そしてプレミアムバンダイの商品があったりで盛りだくさんでしたね。もうめちゃめちゃ盛りだくさんですね。いろんなカテゴリーから商品がいろいろ出てくるので、それぞれの楽しみ方ができるなっていうのが感想として思いました。どうですか、上原。上原気抜いてたよ。いやもうやっぱりアンミさんのソーレイちゃんはかなり今までともブンブンさんのユフィアもかなりデザインライン違いましたけど、今回もまた新しい色を加えられるんじゃないかなということで、実際の商品発売かなり楽しみだなと思いますね。そうですね。ちょっとどんなそうですね、改造というかカスタムが出るのかなって思うので、ちょっとぜひぜひ気になると思いますので、皆さんぜひご予約していただければなと思いますというところで。じゃあ恒例ではないですけど、なんかスケッチブックになんかいろいろ書いてくれってね、なんかスタッフの人たちが言うんでやってますけどね。はい、じゃあ見てみましょうか。中林 P から。はい。いろんな表情に期待が止まらないというところですね。はい、一つ前の30 minutes preference の方でもミルテンシャデカールでいろんな表情ができたりとか、MS の方では表情セットでいろんな挑戦しているみたいなところで、もう再現できない表情ってあるのみたいなところも思いましたし、これからちょっとギャグ線高いシスターとか出ると面白いかななんて思いながら見ておりました。ありがとうございます。いろんなってカラーとかけてるの？いやいろんな色があったからね、いろんな色があったからそう言ったのかなって思った。そういうことです。ちょっとみんな気づかなかった。はい、じゃあ西澤さんお願いいたします。私もですね、はい、青があるんだったら赤もあるのかなって最初のソーレイの部分はなんか青があるんだったら赤もあるんじゃないかなってちょっと色で思いました。はい。赤色もあるのかなって。それは気づかなかったです。青があったら赤があるってことですか？ちょっと分かんなかったですね。はい。というところで、いろいろね、アンミさんの方はまだまだちょっといろんなデザインもしていただいているので、まずはね、ソーレイちゃんの方、皆さんの方ご予約していただいて、いろいろ続編とか続報とかをね出していけたらなと思いますので、皆さん続報をお楽しみくださいというところでいいですか？じゃあ、以上 30ms の最新情報でした。はい、30 minutes ファンタジーの最新情報になります。はい、ここから30 minutes ファンタジーというところで、前回いろいろ盛り上がりましたが、
改めて30 minutes ファンタジーの基本的な情報のおさらいを西澤さんお願いいたします。はい、じゃあ画面の方お願いいたします。30 Minutes Fantasy. What is 30 Minutes Fantasy? Create your own fantasy jobs through Armor Cross with this original plastic model kit brand. Armor Cross, a new form of play. Silhouettes have human-like structures and can be moved flexibly to adapt to various jobs. Use the silhouettes as a foundation and perform Armor Cross to create a wide variety of jobs. Job change and class up. Class up armor. Use class up armor to Armor Cross to perform class ups alongside job changes. There are various types of class up armors. Class up armors can be changed to perform job changes, even between different Class 1 characters. There are also various types of silhouettes. Silhouettes and armors can be changed to perform diverse job changes. This vast lineup offers infinite customization possibilities. More jobs are joining the lineup. Find jobs that interest you. Action and imagination. Points of articulation unique to plastic model kits are implemented throughout the body. Dynamic, human-like actions can be enjoyed. Intense combat scenes. Ventures into mysterious dungeons. A warrior's moment of respite. Use your imagination and play as you like. Oops, it seems he's had one too many. How you play is up to you. Utilize the infinite customization possibilities to create your own fantasy jobs. 30 Minutes Fantasy. More lineup coming up. Check out the latest information about the brand on the official social media account. The 30 Minutes Missions and 30 Minutes Sisters sibling brands are also available.はい、30 minutes ファンタジー初公開 PV をご覧いただきましたが、かっこいい。自画自賛じゃないですか。いや自分じゃないだからね。そうですね。はい。まあすごいよくまとまった PV になったかなと思いますが、どうですか中林。いやコメントも見てたんですけれども、結構映画みたいっていうところだったりとか、やっぱりなんかカスタマイズの参考になりそうみたいなところとか、すごいコメントいただけてますね。そうですね、世界観をねやっぱりしっかりとこうやってね皆さんにお伝えできればいいなっていうのがこの30 minutes ファンタジーだと思いますので、今回新商品発表会で改めて知る方もいると思いますので、ちょっと世界観の方をそうですね、はい、お願いいたします。じゃあ画面の方お願いいたします。はい、30 minutes ファンタジーですが、無限のカスタマイズで自分だけのファンタジージョブを作り出せというコンセプトにしております。はい、次の画面お願いいたします。はい、すでに SNS では、はい、情報の方を出させていただいておりますが、細かな小さい設定を、出させていただいております。リーベル共和国とかローザン帝国ですとか、またちょっと次の画面ちょっとお願いいたします。はい、エレメントカーとかですね、マクシミディアといったこういったちょっと細かな設定感を徐々に、公開をしていければなと思ってますので、また SNS 等で、また皆さん確認していただければなというふうに思っております。はい。で次のページお願いします。はい、プラモデルのファンタジーの世界観に取り入れることで生まれた新たなスペアーマークロスということで、基本的にはこの、クロス、アーマークロスという遊びを着せ替え遊びをしていくっていうのが今回この商品カテゴリーブランドの遊び方になっております。
はい、次のページお願いいたします。はい、で着せ替えることで、ジョブチェンジとクラスアップということで、ちょっとおさらいになりますけど、こう着せ替えをすることで、ジョブチェンジクラスアップをしていこうと、アーマークロスさせていこうということが、今回遊びの、根幹になっております。はい、次のページお願いいたします。はい、でこれまで説明発表もさせていただきましたが、いろんなジョブを、紹介していこうかなというふうに思ってますので、またもう一つ次のページもお願いいたします。リーベル側とですね、このもう一つの画像出ますかね。はい、鷹山側の方もこういった形で徐々にジョブが揃ってきてますので、こういった形でいろんなジョブをぜひアーマークロスして遊んでいただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。そしていよいよ8月31日そうですね、というところ、第1弾発売というところで、あるものをちょっと用意しているそうですね。ちょっと画面いただけますかね。はい、パッケージ画像ですが、はい、すでに発表の方をしていただいておりますが、パッケージの方画像がこちらになっております。で今日ですね、特別にちょっと先行して発表会ですので、商品状態のパッケージを持ってきましたので、カメラの方いただけますでしょうか。こちらですね。こんな感じで皆さん今週末発売になりますので、ぜひ期待していただければなというふうに思ってます。ちょっと他にもですね、こういったアーマークロスの商品とかもですね、こんな形でパッケージの方出来上がってますので、ぜひ皆さん期待して待っていただければなというふうに思ってます。本当にファンタジー感が、ね、あってね、すごいいいですね。すごいな。またちょっとで店頭だとこういう始まりの書という形で、皆さんこれから徐々に始まっていくっていう形で始まりの書っていうものも用意してさせていただいてますので、ぜひちょっと店頭の方で皆さん見かけた際には拾っていただければなというふうに思っております。はい、シスターとのね組み合わせ例、そうですね、組み合わせ例もありますんでね、こういった組み合わせ例もユフィアと組み合わせてます、組み合わせてますんで、はい、お手に取っていただければと思います。そしてまだまだブログとかも、はい、ちょっと次の画面いただけますでしょうか。はい、ですでに公開の方 SNS で公開の方させていただいておりますが、商品開発ブログの方も、させていただいております。今回開発担当者としてですね、開発ブログの方を書かせていただいておりまして、30 minutes ファンタジーの世界観を楽しんでいこうということで、一つ小さなお話ですけど書かせていただいてますので、こちらの方も皆さんチェックいただければなというふうに思っております。いやいいですね。こういうなんか世界観をこうやって保管していくっていうのがなんかこう30 minutes ファンタジーならではだったり、やっぱファンタジーのこの世界観っていろんな、ゲームとかアニメとかもありますけど、そこがね結構ワクワクポイントだったりするので、そこのこうストーリーが保管されていくみたいなのを徐々にね公開していけたらいいなと思いますね。はい、ストーリーの方を徐々に公開していきたいなと思いますが、今日ちょっと特別にストーリーご用意してますので、はい、画面の方ちょっといただけますでしょうか。はい、冒険の始まりというストーリーの方をちょっと書かせていただいております。皆さん今週末ですね、商品の方を買っていただいて冒険に出ていこうというような形になりますので、ちょっと文章の方を読まさせていただきます。冒険の始まり、どこまでも続く広大な大地、そして風が吹き抜ける山間に広がる街。シルエット姿のマクシミリアは静かに街を歩いている。彼のその体はまるでこの荒れ果てた世界に新たな希望を灯すかのように輝いていた。その足は街の中央に立つ大きな館へと向かっていた。そこでは開拓者たちがこの地を再び人々の住める場所にすべくあらゆるジョブを見つけるために奮闘していた。彼は大きく一呼吸し覚悟を決めた。その目の先にあるアーマー、そのジョブはないと。重厚なアーマーをまとい剣を握りしめるその姿はまさに古の騎士のようだった。ジョブの特性を生かすために訓練を重ね、その技術と精神を磨く日々。荒廃した未来の地球、その広大な大地に日が注ぐ。街の門をくぐり抜け、騎士はまだ見ぬ広大な世界への一歩を踏み出す。彼の胸には新たな冒険への期待と希望が満ち溢れていた。さあ冒険の始まりだ。そうつぶやき彼は地平線の向こうへと歩みを進めた。
はいというところで世界観の説明ありがとうございました。はい。本当はもうちょっといい声で読んだ方がいいんでしょうけどすいません、今日このメンバーでやってるので担当者が全然カミカミで全然いい作り替えでもたんないかもしれないです。そうですね。本当はネモさんに読んでいただきます。来ないからしょうがなかったですけど、まあまあはい。まあこのストーリーでここ以外でどっかで見れるようにするんですか？そうですね。先生も公開しますし、公式サイトの方でもこちらの方公開していきますので、はい、ぜひ見ていただければなというふうに思っております。ちょっとワクワクしますね。いよいよというところで。はい、やっぱこうストーリーが一つずつちょっとずつ分かってくると、皆さん多分遊んでいく中でもこんな冒険してみたいなとか、こんなジョブを選んでみたいなみたいなちょっと冒険談を皆さん妄想できるんではないかなと思ってますので、こういったお話を少しずつですけど、公開させていただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ということで世界観のご説明の後は新商品の紹介というところで、はい、最初の商品はこちらです。はい、新しいジョブの紹介になります。30MF リーベルプリーストと 30MF ローザンプリースト。リーベルプリーストの方は1月発売予定2200円となっております。税込み2200円となっております。ローザンプリーストの方は2025年2月2200円と税込み2200円となっております。はい、それではちょっと CG の方に行かさせていただきます。はい、今回デザインをですね、海老川金武さんの方にお願いしまして、デザインの方をやっていただいております。はい、プリーストなので、装飾者ということで少しちょっと、魔法を少し使えそうな武器とかですね、デザイン性を、今回布とかパーツもちょっと表現として加えてますので、より装飾者っぽい、雰囲気を、表現できたかなというふうに思っております。はい、背面の方もこちらの方でちょっと布がこう腰のところ横に、回り込むような感じで布のデザインも保護されております。はい、でパーツ構成の方こちらの方になっております。このような形で武器と、それぞれの30MF の、こういった仕組みにのっとった状態でパーツ構成がなされています。はい、こちらの方は素体も入ってますので、この素体の方人間のような動きができるようなアクション、自由自在にできるような動き、いいポーズができるような形になってますので、こちらの方で。これはあれですか、ナイトと同じ素体？はい、素体としては、はい、同じシルエットを使っております。はい。はい、でアーマークロスという形でジョブチェンジしようということで、アーマークロスという形でこういった形で鎧を着せていくというような、遊び方になっていきます。でポージングをいくつか、作ってきております。このような形でですね、ちょっと魔法をかけているような状態のポージングを作っております。ちょっとこうやって決めポーズも少し決まるんではないかなという形で、ちょっとやっぱ杖を持ってるので少しかざしてるっていう感じのポージングが似合うんじゃないかなというふうに思っております。で今回はエレメントの方は水属性のことで水の方の水色のグリーンのものをつけております。で、続きまして、ローザンプリーストの方も、ご説明させていただきます。はい、ローザンプリーストの方、こちらの方ですね、カラーリングの方を変更しまして、マスクの部分だけ、一応このパーツ新しい、デザインの方で取りさせていただいております。後ろの形もこのような形で、背面のところもカラーリングはこのように変わっております。はい、でパーツ構成このような形で色カラーリングが変わった形になっております。で基本的には素体がまたこちらの方も、ナイトとかと、ローザンナイトとかと同じような、カラーリングのもので素体の方ついております。はい、このような形でアーマークロスをして、付け替えていくというようなジョブチェンジをしようという形の遊びになっております。でポージングの方もちょっと変えた新しいポージングで、少しローザン側なので少し雰囲気をちょっと変えてみまして、このようなちょっと構え方のポージングちょっと捉えております。もう一つ作っております。はい、このような形で杖をちょっと突き出しているようなポージング等もかなりちょっと迫力あるような感じで、何かこう魔法をかけているようなイメージ感が妄想できるんじゃないかなというふうに思っております。
この杖のなんか先っちょみたいなとこがはい、なんか魔法が出るような、そうですね、何かこう雰囲気、してますね魔法のイメージ感が伝わるような形で、クリスタルはい、一応やっぱこのクリスタルの部分もエレメントと同じカラーリングを、採用するようにしてますので、それぞれの、属性に沿った魔法なりしを、できるんではないかなというふうに想定しています。はい、属性の方は火のエレメントになってますので、赤いクリアパーツの方がついているという形になっております。マスクの方もですね、ちょっとこう今までとはこうちょっと目が見えるものだったんですけど、目が見えるようなマスクが多かったんですけど、目がちょっと少し隠れたような形でマスクを全面隠すような形で、つけているようなマスクなデザインをさせていただいております。はい、で今日はちょっと物の方も用意しておりますので、物の方をちょっと見ていただければなというふうに思ってます。はい、こちらローザンプリーストになっております。これはあれですよね、サフ吹きまだそうですね、まだちょっと試作段階ですので、はい、サフ吹きのものがちょっとお見せさせていただいているという形になりますね。ちょっと今回ちょっとこだわったところがですね、こういった布の表現みたいなものがやはりちょっとこういった装飾写的なものにはイメージがものすごく必要なのかなというふうに思ってまして、ちょっと布周りのこういったデザインを全体取るような形になってます。ただ構造は背中の構造を見ていただく通り、これまでと同じ3ミリジョイントの背中と腰のところ同じような軸を使ってますので、これまで、紹介してきました、他のジョブとも、もちろんこういったアーマーのパーツの付け替えもできますし、このジョブだけで、楽しんでいただくっていうこともできるような仕組みにはなっております。で一応今回こちらにも一つ造形物持ってきてますけど、この顔のパーツもこのような形でこんな形でマスク全体がちょっと隠れるような仕組みのものを使ってますので、また表情がちょっと変わるんじゃないかなというふうに思います。一応ここの真ん中のところはクリアパーツではい、分けようかなと思ってますので、はい、こんな形で。これはローザンとリーベルで新規のその造形物で変わるところっていうのは顔がそうですね、顔の部分ですね。はい。あれですね、サフ吹きだからまだちょっとそうですね、まあちょっと試作段階なので、はい、広がらづらいですけど、進めてる段階ですけど、ナイトと同じっていうことなので、ぜひやっぱ発売もうすぐね発売しますし、ナイトの方はその後テストショットもねこのクリスの方来ますんで、はい、そこの組み合わせ作例みたいなのもそうですね、ちょっと見たいですね。ぜひちょっと紹介させていただければなというふうに思っております。お待ちくださいというところで、こちらの商品どちらも税込み2200円、リーベルプリストは2025年1月発売予定、ローザンプリストは2025年2月発売予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。続いてはこちら。はい、次の方のジョブの紹介になります。30MS クラスアップアーマーリーベルビショップという形で2025年1月発売770円の税込み770円の商品となっております。もう一つは 30MS クラスアップアーマーローザンビショップという形で2025年2月の発売で税込み770円の商品という形になっております。はい、ではちょっと CG の方を見ていただけますでしょうか。お願いいたします。はい、こちらの方はクラスアップアーマーパーツになってますので、アーマーだけのパーツになっております。基本的には先ほどの、プリストのものに、取り付けていくというような形の構造になっております。はい、でパーツ的にこのような形でクラスアップさせようという形になってますので、パーツ付け替え、もともとの、プリストに組み合わせることで、クラスアップして、リベルビショップになるというような仕組みになっております。一応ちょっと胸のあたりも布のパーツが増えております。はい、こちらちょっと立ち姿ですね。はい、こんな形で胸のところのパーツがあるんですが、胸のところも、他の布と量が増えていて、少しちょっと高貴な感じのイメージ感に、しております。背中の部分もですね、少しアーマーの数が増えてまして、ちょっと覆い隠すような背中アーマー、ちょっとアーマーをつけさせていただいております。はい、でちょっとこういった構えた時のポージング等もちょっとやってみました。はい、今回持っている武器等もですね少し変えておりますので、こういった形でよりクラスアップしたような感じの雰囲気感が感じ取れるような、パーツ構成になっております。はい、
でこちらの方のエレメントコアの方は、はい、水の方を、チョイスしております。フェイスデザインも変わって、そうですね、頭のパーツのところが、はい、今回も変わっているという形で差し替えているような状態になっています。少しちょっとこう王冠みたいなイメージというか、冠物のデザイン雰囲気を出しているのかなっていうふうにデザインしていただきました。はい、はい、じゃあちょっと次の、はい、ローザンの方に行きます。ローザンの方もですね、こちらの方パーツの方こちらのような形になっております。カラーリングの方は変わっております。はい、でローザンプリーストの方にローザンビショップをクラスアップさせようという形でアーマーパーツをつけることで、クラスアップした状態、ローザンビショップになるという形になっております。はい、でカラーリングは変わっているんですけど、頭のところやはりこちらの方もですね、パーツが変わってまして、頭のデザインのパーツが少し、ちょっと角のあるようなデザインの雰囲気のものに変わっております。色が変わるだけでもだいぶイメージが変わりますね。そうですね、カラーリングが違うだけでかなりそのローザン側とリーベル側の方で入れのバリエーションを少し整えていますけど、こういった形でカラーリングだけでもかなり、キャラクター性が変わってくるんではないかなというふうに思っております。でこちらの方もちょっとポーズ取ってみました。はい、でちょっとローザンの雰囲気を少し出してみようという形で、ちょっとこういった形のずっと構えたようなポージングの方をデザインしております。はい、頭部の方のパーツこのような形になってますけど、エレメントカーの方は火のデザインの方をチョイスしているというような形になってます。はい、でこちらの方も、物の方を用意しておりますので、物の方ちょっと見ていただければなというふうに思っております。はい、先ほどのプリーストと、はい、こちらの方はビショップという形に並んでおるような状態になってます。で今こちらの方はリーベル側の方を用意してますけど、一応ローザン側の方の顔の方もこのような形で、こちらもですね、顔のマスクちょっと覆い隠すような形で少しこのような形でマスクがついてまして、ちょっとデザインが海老川さんのデザインにしていただきましたけど、このような形で角がちょっと伸びているようなデザインになってます。で真ん中のところここですね、ここのところもクリアパーツにしようかなというふうに今想定で進めております。はい、すごいやっぱこうちょっと2体並べるとね、はい、2体並べる壮観ですよね。そうですね、こんな感じに並べるとね、これやっぱビショップのそのクラスアップアーマーとそのナイトを組み合わせた時とか、どうなっちゃうのとかをなんか組み合わせで見たいんですよね。多分ね。お願いします。はい。見たくてしょうがないです。もうちょっと待って、もうちょっと。ぜひちょっと見たいですけどね。中林 P はどうですか？どう思いました？いやまあ CG とか今もの見ていて思いますけど、ポージングもやっぱりそのアクション系と違って何かを唱えているポージングっていうのを多く見かけてすごい面白いなっていうのは思ったのと、結構コメントにもあったんですけど、 CG の最後のカットは全部こう物理で殴ると言いますか魔法を使えるのに殴っていくみたいなポージングもまあこのシリーズならではで自由に楽しめるのかなっていうのは思いながら見ております。いやマジでもこの武器とかあれですね、本当に 30ms でちょっと拝借させていただきます本当にね、特にねユフィアとかね、まあちょっとナイト系のキャラクターで、まあそのユフィアをベースになんかこうちょっとファンタジーパーティーを作ろうみたいなのが MS であったとしたら、まあちょっとこのねファンタジーから兄さんから、兄さん弟なのかなにからちょっとねパーツを拝借させていただくというような遊びもできたらいいなとちょっと思いました。ぜひ組み合わせをちょっと楽しんでいただければなと。はい、ありがとうございます。こちらのクラスアップアーマーですが税込み770円、リーベルビショップが2025年1月発売予定で、ローザンビショップは2025年2月発売予定です。よろしくお願いいたします。はい、続きましてはこちらになります。はい、もう一つ、自分の方を紹介させていただきます。30MF リーベルアーチャー2025年3月発売予定で2420円、税込み2420円での、商品となります。もう一つはローザン側の方の、キャラクターしまして 30MF ローザンアーチャー2025年3月発売予定で2420円での、税込み2420円での商品という形になっております。はい、こちらもちょっと CG の方ありますので CG の方、いけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、
やはりですね、ジョブの選択肢の中で今までここまでいろんなジョブの方を紹介これまでさせていただいてきておりますが、少しちょっと中距離もしくは遠距離後方支援的なものができるジョブが必要なんではないかな、冒険には必ず必要だなというふうに思ってますので、こういった弓を使い手という形でアーチャーの方を、登場させていただいております。でこちらのデザインの方も海老川金谷さんの方に、お願いさせていただいて、商品化の方に進めております。はいですね、まだちょっと試作段階といいますか、こちらの CG もですねまだちょっと開発中段階のものですので最終形状ではないんですが、このような形で、背中の部分に矢筒をこう束を持っているような状態のものを、すごいですね、はい、あれできるんですかこれはですねちょっとまだねちょっといろいろ開発中なんですけど、こういった矢の見え方みたいなところも少しこだわりがあって、これ矢が完全に隠れてしまうとちょっとこう矢の中の本数がわからないので、やっぱこうちょっとだけ矢の棒の部分が少し見えてる段階をちょっと表現したいなと思ってまして、もう少し形整いますけど、こちらの方の形状を今進めている段階にあります。すごい。はい。で今回こちらの方の商品は素体の方も入っておりますので、素体付きの商品という形でこのような形のパーツ構成になっております。ちょっと特殊な手を一つつけてまして、後ちょっと後で紹介しますけど、このような手の形が1個だけ違う形のものがありますけど、この矢を射るための専用の手もちょっと今回つけております。これちょっとあれこの後の CG 画像でちょっとまだ出ますよ。ちょっと待ってください。多分皆さん気になってる。気になってると思います。多分気になってる。弓絶対気になってる。今回ですね、素体の方ももちろん入ってるんですけど、素体の色カラーリングもこれまでのリーベルとはちょっと違った色のカラーリングの方にしようかなと思ってまして、カラーリングも少しだけ色がちょっと緑済みな色のカラーリングの方にしようかなというふうに思っております。はい、でこのような形で、アーマークロスするという形でジョブチェンジの方法がこのような形になっております。で皆さんちょっと気になってた矢を射る部分ですね。はい、ちょっと今回特殊な素材として、今回この矢の部分の真ん中の棒の部分ですね、この、矢の部分の棒のところを、シャフト金属シャフトをちょっと使うような形で、やらさせていただいております。以前30ms でエリエネでしたっけ、はい、エリエネのところに使ってたシャフトですね。あのシャフトと同じものです。ちょっと長さはかなり長いものになりますけど、このような形で矢のところ素材が変わったものを今回使おうかなというふうに思っています。あとちょっと今回、試作の方はちょっとお持ちできてないんですけど、この棒じゃない、糸の部分ですかね、弦の部分ですかね、はい、この部分をちょっと特別な素材を少し今新規開発しておりまして、今鋭意制作中なんですけど、こういった矢を射る時の構造ができるような仕組みの糸をちょっと用意しようかなというふうに思っております。もうすでにコメント欄で説明されても何言ってるか分かんないって何言ってんのみたいな。あ、そうなの？僕も何言ってんだろうこの人ってずっと思ってます。本当に特殊な極細シールをしようって分かるけど特殊なんてなんだみたいな。開発中なんです。開発中なんです。すいません。もうちょっとしたらお見せできそうな感じですよね。はい。ちょっともう一つ矢を射るポーズの方ちょっとやっぱこういった座りながらですね、後ろから矢を射る感じの雰囲気感を出したいなと思って、この間ポーズの方を入れさせていただいております。で今回属性の方はエレメントコアの方という形で、こちら風という形で新しい緑色の属性、新しい属性として入れさせていただいております。今回初めて。はい、今回初めてです。はい。はい、続きまして、はい、ローザンの方になります。ローザンの方は少しまたこちらもカラーリングの方を少し変更しまして、着てるアーマーの位置をですね少しだけ変えさせていただいております。少しだけアーマーの位置を入れ替えたりもする遊びがもちろんできるようになってますので、ちょっとわざと違う形のデザインとして向きを変えて入れております。はい、背中のもこのような形でカラーリング変わった形で整っております。
はい、でパーツもこちらの方も、素体の方が入りますので、このような形のパーツ構成という形になっております。はい、でこちらもローザンの方もですね、少し、カラーリングを、整えておりますので、少しだけ、緑がかかったような黒いデザインのものにしようかなというふうに思っております。はい、こちらも、ローザンアーチャージョブチェンジという形で、アーマークロスの仕方がこのような形になっております。はい、でこちらもポージング少し変えておりますが、やはりちょっと、指のいる形ってどんな方向にも打てることが得意分野かなというふうに思いますので、こういったちょっとポージングの仕方も少し変えております。はい、こちらもまたちょっとシールのことが書いてありますけど、ゴム細シールの方をちょっと使わさせていただいて、こういった矢がですね、打ってない時もこういったまっすぐな状態にもできるというような仕組みを今回新しいシールでチャレンジしてますので、こちらの方で表現をできればなというふうに思っております。はい、でこちらの方も属性は、グリーンという形で、風属性のものという形でカラーリングの方を、整えさせていただいております。マスクの部分ももちろん今回ローザン側の方は新しいマスクになっておりますので、新しいデザインでこちらの方見ていただければなというふうに思っております。はい、でちょっと物の方に行きたいと思います。はい、物の方ですね。はい、先ほどちょっと説明しましたけどここにですね、糸が極細の糸が本当はある予定だったんですけど、見えない。すいません、まだ見えないですね。ちょっと間に合わなかった。間に合わなかった。ごめんなさい。いうところですか。頑張ったんですけどね、ちょっと間に合わなかった。はい。はい。で一応これの金属のシャフトですね。この金属のシャフトここにありますね。このシャフトありますので、はい。いいですね。これ早くカラーリングがね。ついた時もやっぱ早く見たいですね。そうですね。かなりディティールも少しこのアーチャーということでちょっとベルト的なデザインを海老川さんの方にもしていただいて、少しこういったベルトの雰囲気があるデザインにして。これあれですよね。左右で非対称、はい、左右で非対称ができるというような仕組みになってますので、両方つけることもできますし、位置を付け替えて別のところにつけていただくということも、もちろん他のジョブにつけていただくことももちろんできますので、組み替え遊びの中のアーマークロスの遊びを楽しんでいただければなというふうに思っております。またローザンの方の頭もちょっと今日持ってきましたので、この形の頭ですね、このような形で横から見ると前から見るとこんな感じ、はい、ちょっとやっぱ目がこうちょっと覗くような感じの雰囲気にしてますんで、すごい。ここもクリアパーツにしてますんでね、今回ちょっとかなりデザイン的なのかなと。あと手ですね。持つ手。専用手をちょっと入れてますので、ちょっとこう弓を入れる時の手、まだちょっとこれまだ試作段階なんであれです。もうちょっと形整えますが、弓を入れるためのこういったデザインの手も専用手が入りますので、楽しみですね。はい、楽しんでいただければなと思ってます。なんでアーチャーって緑なイメージ強いんですかね。なんでだろうな。でもなんか、緑っぽい森林の中で狙ってるイメージやっぱものすごくありますんでね。はい。僕はなんか知んないけど全然違う作品ですけど、金のイメージもあります。アーチャーのイメージ。なるほど。金のイメージ。わかる人にはわかる人にはね。はい。いいイメージそうです。はい。ぜひぜひちょっとね、こちらの商品期待していただければなと。こちらの商品ですが税込み2420円となってまして、2025年3月発売予定となっております。はい。続きまして次の画面をお願いいたします。おっと、ね、トラブル。はいはい、すみません、ありがとうございます。はい、で一応今回世界観を皆さんに妄想を広げていただくために背景画の方もいろいろ作っております。林の中ですとか遺跡ですとか、こういったローザンとリーベル側のそれぞれの国背景が少し見えるものを素材として用意させていただいておりますので、こちらの方も背景画として皆さんの世界観の設定に近づけていただければなと、参考になっていただければなというふうに思って描かさせていただいております。いいですね。こういう背景がなんか出ると、やっぱちょっとこう世界観の深掘りみたいなのとか、こういうなんかワールドで、このキャラクターたちが生活してるというか戦ってるたり、パーティーを組んで何かこうねクエストをこなしてるんじゃないかみたいなこう妄想が結構かきたてられるなと思いますね。そうですよね。今日ちょっと持ってきてる素材で少し前回紹介させていただいたファイターとかも並べてますけど、
こんな感じでなんとなくこうパーティーも組みたくなるよなみたいな雰囲気感あるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん30 minutes ファンタジーの中でこういった遊び方を、広げて楽しんでいただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。ではここまで紹介した新商品の情報をおさらいとなります。はい、いろいろ発表させていただきましたね。ジョブもあり、はい、クラスアッパーもあり、はい、ジョブは全部で4種ですか、4種ですね。リーベルとローザンでしたら4種あって、クラスアッパーが2種類になってますというところで、結構ジョブがいろいろ発表揃ってきましたね。まだ発売してないのにも結構ジョブ発表しましたね。すごいいろいろ発表しましたね。冒険はこれから始まりますからね。これからですから。早くね、いろんなパーティーとかね組んでね、やりたいなと思いますが、どうですか中林。僕の方もですね、今回見てて思ったのは、遠距離で戦うタイプのジョブが出てきたなみたいなのはすごく思いまして、ポージングつけて楽しむもそうですけど、なんかこう一緒に買ってもらった素体の方をちょっとこう前後感つけて並べたりとかするポージングとかアングルとかで見せるっていうのもなんか一つ楽しみになりそうなのかなと思いました。いいですね。スケッチブックでスケッチブックいろい見てます？スケッチコブックメントをまたね書いてくれたというところで、中林さんのスケッチブックにコメントをもうほぼほぼ言われちゃったことなんですけど、冒険の始まりから来て冒険の途中で仲間に出会うかもっていうところでやっぱりこう一人で冒険するのもありでしょうけれども、見えてるようにこうパーティーしっかり組んでいただいていろんな仲間と戦うっていうのもありでしょうし、今お話しした遠距離のキャラをこう前に置いてそれをナイトで守るみたいなのもありでしょうし、逆にナイトをこう後衛で遠距離からサポートするみたいな遊びもできるかなと思いますので、パーティー遊びっていうところはすごく奥深くなりそうだなというところでそうですね。パーティー遊びはね本本当に楽しいのかなと思いますが、ありがとうございます。はい。頑張ります。いや早く振ってくださいよ。諸岡さんも早く振ってくださいよ。諸岡さんもスケッチブックお願いします。スケッチブックお願いします。アーチャー来たーというところで、いや本当にコメント欄のとこ見てたんですけど、アーチャー発表された時のコメント欄のスピードがえげつないぐらい速くて、ガチャーって来て、すごいなと思って、やっぱそんだけやっぱアーチャーって結構人気あるなと思いましたので、ぜひねちょっとパーティーにしたいですね。ちょっとね下にも書いてますけど、早く西澤 P のパーティーが見たいっていうところで、やっぱこんだけねジョブも拡充されてきてるし、いろんな組み合わせもやっぱできるので、西澤 P が考える俺のパーティーみたいなのもちょっとねやってほしいなと思いつつ、結構あれですもんね、このファンタジーのそのコンセプトって自分自身がこういわゆる冒険者になって、ちょっとアバターじゃないですけど、自分がパーティーの一員になって、いろんなパーティーを組んで遊んでいこうみたいなところがコンセプトにもなってたりするので、西澤 P が考えるこういうパーティーで、自分がね1体しか作れなかった時は誰か仲間がね作ったパーティーと一緒に組んでなんかこうギルド作るとか、そういう遊びとかが結構できるのが、なんかいろんなクエストにもねチャレンジしたいとかって思うでしょうしね、いいのかなと思って。自分もねファンタジーの世界いっぱい楽しみたいなと思ってますね。自分の中で妄想楽しみながら、この商品やっていきたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで30 minutes ファンタジー、今同説が1万人を超えたというところで、本当にいつも毎回ね1万人超えしていただきありがとうございます。本当にありがとうございます。ということで、さらにね30 minutes ファンタジーようやく8月31日発売になりますから、またねそこの発売があり、そしてまた新商品もいろいろありますので、さらなる続報の方を期待していただければなと思いますので、以上30 minutes ファンタジーの最新情報をお届けしました。続きまして30 minutes ミッションズ新商品情報になります。このコーナーでは30 minutes ミッションズの最新情報を紹介させていただきます。中林 P よろしくお願いいたします。の前に、こちらから
ご覧ください。はい、ということで前回の配信の最後に流れましたサプライズ映像でしたが、こちらの、答え合わせじゃないですけど、そうですね、というところで中林 P、 はい、それではこちらをご覧ください。はい、30 minutes シリーズ、始まりの期待というところでアルトがフルアーマー化をして商品化を、いたします。こちらはですね 30mm144 分の 1EXM17FA フルアーマーアルトになります。2025年の1月発売予定となりまして、価格に関しては税込み2178円を想定しております。今回はですね、アルトの時同様ですね、海老川さんの方にデザインをご担当いただいております。それではですね、詳しい仕様について、スライドの方で説明をさせていただければと思います。はい、画像出ました。こちらがフロント画像となります。アルトがアーマーをがっしり装備してフルアーマー化しました。両手の武装だったりとかしれっといるロイロイなど気になるところがどんどんあるかなと思いますので、どんどんお見せしていきますね。はい、こちらがリアの画像になります。今回バックパックも新規造形となっております。でよく見ていただくと足の部分も新規のパーツが入っておりまして、少しこう、頭身が伸びたような形となっております。まずはこちらをしっかり見ていただきたいなっていうところなんですが、アーマーの構造にとてもこだわっております。単純にアーマーをくっつけてしまうのではなく、フルアーマーにする前の段階に中間アーマーを取り付ける構造になってまして、こちらが従来のアルトのカスタマイズ性をさらに引き上げるようなパーツとなっております。ざっと見たところで言いますと 3mm 穴が増えていたりとか C タイプのジョイントが増えていたりみたいなところがこの中間アーマーの方で再現されているところでございます。フルアーマー状態でもですね、パーツの干渉とかはなく、しっかりと可動域はそのままにポージングをすることができます。こちら今回のフルアーマーの新規武装になっております。回転することでですね、ブレードモードとキャノンモードに切り替わるような可変式の大型武装になっております。これによりですね、射撃のポーズも楽しめますし、ちょっとこう近接戦闘じゃないですけれどもブレードで、敵地に戦いに行くみたいなポージングなども、再現できます。お待たせいたしました。ちょっと気になっていたところじゃないかなと思うのですが、もともとのアルトに付属していた支援メカのロイロイもフルアーマー化いたします。パッと見たところで言いますと、ジョイントが横側に追加されておりますのでカスタマイズ性がアップしますよというところでございます。そしてですね、ちょっとやりすぎかなと思うかもしれないんですが、こちらちょっと新しい試みとしてですね、プレミアムバンダイ限定商品30 minutes のアルト X777 部隊所属機に付属するアーマーパーツが新規カラーリングで付属いたします。こちらもですね、アルトに取り付けることでさまざまなバリエーションをお楽しみいただければと考えております。はい、こちら一般発売なのですがかなりのボリュームになっております。満足度の高い商品仕様になっているかなと思いますので、ぜひぜひご期待いただければと思います。すごいパーツの数ですね。そうですね。いいですね。ちょっとお得なキットなんじゃないですか、マジで。いや、これはかなりお得なんじゃないかなというところで、価格に関してもですね、あまりこう高くしすぎず、2000円台というところで抑えておりますので、ぜひぜひご期待いただければと思います。それでは実物の方をお見せできればと思います。はい、今回このようなロイロイがこのような形になっております。アーマーをこう装備したことによって見た目がもうがっちり変わっているなみたいなところだったりとか、ブレードに関してもこちらですね、キャノンモードの状態とこ
こちらのブレードモードの状態というところで、武器を回転させることによってこれだけ表情が変わりますというところでございます。でしれっと言いますが、ロイロイの方も、今までのロイロイとこう違ってアンテナがちょっと生えていたりとか、クリアのパーツが採用されていたりみたいなところで、かなりこちらも一緒に遊んで楽しめるようなアイテムになっております。そしてフルアーマーアルトになる前の状態ですけれども、これ中間アーマーを装備した状態というのもございまして、こちらも今までのアルトとは違った印象を与えるようなパーツが付属しているというところ。これはあれですね、だから元のアルトの、商品の一部を変更してこういう CK パーツが各所に配置されてて、最終的にフルアーマー化するっていうような感じになってるんですね。そうですね。これ色はあれですか、変わるんですか？ありがとうございます。こちら元のアルトも今お持ちしていて、元のアルトは真っ白な白と、あとは紫色という構成だったんですが、今回フルアーマー化することにあたって装備に合わせて色味の方も一部変更をしております。ちょっと重量感あるようなカラーに変更をさせていただいております。すごいですね。色変わってたんだ。色がね変わってますね。よく見ると青に振ったってね、ちょっと画面で見るとちょっと分かりにくいけど、ものすごく分かる。結構違う。結構違うもん。ロイロイも持ってくるとこれだけ、紫の色味とちょっとこう青っぽい色味というところで、これあれですもんね。このでもフルアーマーのこのパーツを元のアルトに使ってもなんか合いそうなカラーリング、こう絶妙なカラーリング選定になっているなって思いました。ここはぜひ購入いただいて遊んでいただけると、すごい、いろいろできそうですね。くっつけると多分かっこいいんだろうなみたいなところも、こっちをこっちにつけるみたいな。そうですそうです。確かにエビカワさんカラーですね。そうですね。エビカワさんカラー。ちょっとエビカワさんとも相談させていただいて決めさせていただいた新たなカラーとなっております。で、先ほど説明した中間アーマーっていうところで、よいしょ。こちらでカスタマイズ性が広がると言ったんですが、試しにちょっとカスタマイズをしてみたものを持ってきたんですけれども、中林コーナー。中林コーナー。カスタマイズコーナー。勝手に盛り込んできてるな。盛り込ませていただきます。組み立て説明通りの組み立てももちろん楽しいんですけれども、やっぱり30 minutes ミッションズっていうのは付属のパーツでカスタマイズして楽しもうっていうところなので、ついてくるパーツも非常に楽しいものが多いですので、こういうふうにオリジナルのフルアーマーを作っていただければと思います。例えばロイロイのパーツもロイロイにつけるんじゃなくて機体につけてみるなど、なんかこういう遊び方っていうのも楽しめるんじゃないかなと思ってますので、面白い。新しいですね。新しい。ぜひぜひちょっとご期待いただければと思っております。はい。他もう大丈夫ですか、紹介。中林カスタマイズコーナーでなんか他にちょっともうこれで一旦出し切りました。すみません。画面にあると4体も映ってますから、すごい映っててちょっとびっくりした。ちょっとね、いろんなカスタマイズはかどるんじゃないかっていうのと、もうね30 minutes ミッションズはもうね5周年そうですね。でね、もう5年も経ったというところで、あっという間のなんか5年間だったんですけど、それのね第1弾のアルトがこうやってフルアーマー化して、ちょっとね感慨深いというか、そうですね。すごいいい商品になったんじゃないかなと僕も思います。ありがとうございます。ちょっとねこちらぜひぜひ皆さんご購入いただければなと思いますので、こちらの方はお値段の方が税込み2178円、2025年1月発売予定です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、続いてはこちらの商品です。はい、こちら30 minutes のエグザビークルシリーズからカスタマイズ性の高いモビール型のウィングモビールバージョンとホイールモビールバージョンが登場いたします。こちらは今回は、登場型のエグザビークルになっておりまして、左の方が 30mm144 分の1エグザビークルウィングモビールバージョン2025年1月発売予定。価格に関しては1188円になります。右の方はですねエグザビークルホイールモビルバージョンとなっておりまして、25年の3月発売予定になっております。価格に関しては税込み1188円となります。こちらの2種類に関しても、メカデザインの方は海老川さんに、ご担当をいただきました。こちらに関してもスライドの方で説明させていただきます。これ両方とも海老川さんですか？そうです。両方とも海老川さんのデザインをいただいております。
はい、こちらのようなデザインになっております。今回搭乗型のエグザビークルというところではありますが、しっかりとモールドの方もデザインが入っておりますので、ちょっとこう墨入れしてみても楽しいなみたいなところだったりとか、上部には穴がしっかり開いておりますので、ユーザーの皆さんのお好みのビークルを作りやすいかなというところにこだわっております。下から見た図になりますが、下部にはですねランディングギアがしっかりありまして、安定して設置させることができます。今回のエグザビークルはですね、商品内だけでカスタマイズが楽しめる内容になっております。パーツを組み替えることによってウィングモード、ジェットモードのように乗り方やビークルの形さえも変えることができます。組み替えはもちろんなんですが、各部位もいくつかのパーツから選択ができまして、羽は3種類、機種は2種類から選ぶことができます。で、既存機体のやっぱり登場ができるっていうところが大きな魅力でございまして、今アルトを載せたものですけれども、ウィングモードとジェットモードで全然別の乗り方ができますよというところもこの商品のポイントになっております。面白い。面白いね。これ一つのね商品にこんなに乗り方そうですね。変えられるっていうのは。こちらも乗り方も一つの例でして、ユーザーの皆様の方で乗り方、いろんな乗り方っていうものを考えていただけるとより楽しいんじゃないかなっていうふうに思っております。でもちろんアクションベースの方にも対応しておりますので、乗せるキャラに合わせてダイナミックなポーズを取れるかなというところでございます。チェルビーが乗れるってことは MS 乗れちゃうな。多分乗れますね。乗せたくなりますよね。サイズ感的にも144分の1のプラモデルにぴったりなサイズになっておりますので、そちらにもご注目いただければと思っております。ありがとうございます。で、パーツ一覧になっております。続きましてですね、はい、ホイールモービルの方も説明をさせてください。こちらセグウェイのような見た目の陸地走行用の搭乗可能なエグザビークルとなっております。特徴的なマフラーパーツなども新規造形になっております。こちらもですね、パーツの組み替えでホイールモード、ホバリングモードの2形態を再現できます。こちらなんですが、先ほどウィングモビルで説明漏れていたんですが、グリップ部分なんですけれども、付属のパーツを付け替えることによって持つ位置を変更できます。ホイールに関してはですね、2種が、大小2種がですね、2つずつ付属いたします。計4つホイールが付属しますので、かなりカスタマイズにも重宝するかなと思っております。今回ホイールも新規造形になっておりまして、今まで出ているホイールと違って少し厚めなものになっておりますので、こちらもちょっとお楽しみいただければと。なんかバギー感。そうですね。オフロードでもいけるような、はい、タイヤになっております。はい。こちらもですね、既存機体の登場が可能でございます。ホイールモードでは陸地走行のイメージ、ホバリングモードではちょっと空中にこうぷかぷか飛んでいくようなイメージ感になります。はい、こちらもアクションベース対応しておりますので、ディスプレイ可能でございます。すごいな。すごいな。4つついてすごい。ちょっと下から見たアングルなども楽しめるんじゃないかなと思っております。はい。こちらも豊富に付属するパーツでですね、お好みのビークルの方をカスタマイズで作っていただける内容になっているかなと思います。それでは実物の方お見せできればと思います。2種類の乗り物なんですけれども、かなりもうこれ寄れたりしますか。穴も結構いろいろ開いてかなり細かい形状がついているところと、穴もたくさん開いてますので、いろんな組み替えがね。そうですそうです。いろんな組み替えができたりっていうところとか、羽に関してもちょっと可動が仕込んでありますので、ここにも表情をつけることができたりします。ディテールが細かいね。これちょっとサイズ感の対比でちょっとアルトちょっと置いてみたらどのぐらいかより分かりやすい。よいしょ。アルト置いてみますね。アルトサイズ。そうですね。これぐらいのサイズ感ですね。なんかべらぼうに大きいわけではなく、本当乗るのに適したコンパクトなサイズ感というところでございます。ただタイヤの方はかなりでかい大きいサイズ。これ今までにない大きい大サイズのタイヤですか、こっちは。そうですね。こちら大サイズのタイヤ使っておりまして、ちっちゃい方が小サイズですと、見えるか。はい、ちょっとだけ小さめのタイヤになっておりますので、こちらも
カスタマイズしてちょっと小タイヤにしてみるっていうのもありですし、場合によっては大タイヤにしてみるっていうすごい。これあれその内側のその中継になってるパーツって共通パーツ、そうですね、これウねィングモービルとホイールモービルと共通のパーツになっておりますので、はい、2商品全然一緒の感じしないけど、そうかそうなんですよ。真ん中の部分同じなんだ。実は共通になってすごいすごい。でそうなんですよこれ内側の方にで一部が専用パーツになってるみたいな感じで、羽の部分がちょっと専用パーツになっていて、実は共通になってるっていうのが結構ミソになってるから全然違うものに見えるすごいね。違うもんだと思う。なんかこれ最初その開発してる時というか、まあそのアイデアを考えてた時に、共通でいけるんですよってなんかよくわかんないけどなんか言ってたんですよ。高橋がなんか海老川さんとなんか話した時にいやこれは共通でいけるんですよって言って何が共通でいけるのかちんぷんかんぷんだったその時は。で実際そのね試作ができた時におお共通なんだみたいなのがまあできたり、あとは海老川さんのねこうラフスケッチとか見てあこういう風な組み合わせでねこんな風に変わるんだみたいなところがまあ見れてあこういうとこも共通でちょっと遊び的なね幅広げられるんだっていうのがね結構知れてよかったなと思いました。ありがとうございます。こちらもぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます。こちらの商品ですが、お値段税込み、1188円になってます。ウィングモービルが2025年1月発売予定、ホイールモービルが2025年3月発売予定となっております。よろしくお願いいたします。はい、続いてはこちらの商品です。はい、カスタマイズに最適なアームユニット、レッグユニットに新たなカラーリングが登場いたします。こちらですが、30mm144 分の1オプションパーツセット18アームユニットスラッシュレッグユニット2になります。2025年2月発売予定で、価格に関しては1188円税込みになります。こちらですが、成型色がブラウンのアイテムとも特に相性がいいアイテムになっております。前回のアイテム同様デザインは海老川さんにご担当いただきました。こちらに関してもスライドを用いて説明をさせていただきます。はい、こちらパーツのセット内容になっております。はい、こちらですね、今年の6月に発売したオプションパーツセット16と同様に選択式で2種類のアームパーツとレッグパーツを組み立てることができます。こちらのハサミ状のアームパーツは開閉が可能です。また足先がバーニア状のレッグパーツが付属いたします。もう一つのアームパーツはシーリング構造となっており、腕先はロケットランチャーになっております。こちらのレッグパーツは底面が広い重層感のあるものになっています。筒状のアームパーツを組み合わせることでロケットランチャーが再現可能です。ヘッドパーツとボディパーツが付属しますので、商品内で一機体を作り上げることもできます。はい、こちらに関しても実物をお見せできればと思います。はい、こんな感じですね。元のオプションパーツセット16と比べますとカラーリングが変わってまして、もともとグレー1色だったものがブラウン2色という風になっておりますので、この辺りもちょっと変わったポイントかなというところで見ていただければと思います。で先ほど説明した通り、腕のパーツが2種類組み立てられますよっていうところと、足のパーツに関しても2種類組み立てられますよというところがありますので、こちらにもご注目いただければと思います。これはバスキーロッドとか、あと砂そうですね、漠線とかと同じカラーリングになっている、そうでございます。商品名にブラウンとついているアイテムと特に組み合わせやすいアイテムとなっております。まあね、ブラウンが出たら違う色も欲しいなっていうのがユーザーの声です。そうですよね。グリーンだったりホワイトだったり欲しくなりますね。色欲しいっていうのは多分なりますんでね、はい、いろんな色出せていけたらなって思いますね。はい、ちょっとこれ本当にオプションパーツなのにもうほぼ、ね、機体じゃんみたいな商品になってるんで、だいぶお得ではありつつ、いろんなカラーリングが出るとまた楽しいなって思いますね。カスタムの違いがあるね。
そんだけ色が違ってます。そうですね、ぜひぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございます。こちらの商品ですが、お値段税込み1188円を想定しております。2025年2月発売予定です。よろしくお願いいたします。はい、続きましては、今年開催されたカラバリグランプリをアイテムが商品化決定ということで、こちらになります。はい、こちら4月5月に開催しておりましたカラバリグランプリにて投票数上位であった、2アイテムを商品化いたします。1つ目は1位の 30mm144 分の1スピナティオロイヤルナイト仕様、こちらは25年2月発売予定の、税込み2068円になります。もう一つはですね、2位で、ありました、30mm144 分の1エグザビークルメタルキャノンバイクバージョンになります。こちらは25年の3月発売予定で価格は1298円税込みとなっております。ロイヤルナイトの方はですね、素体の元デザインは海老川さん、アーマー部分のデザインは島田文兼さん、そしてこの後説明いたします追加付属するシールのデザインの方も島田さんにご担当いただいております。そしてですね、メタルキャノンバイクの方にもシールが付属する予定でして、こちらも機体デザインとともに海老川さんにご担当いただいております。詳しく説明をさせていただければと思います。スライドお願いします。はい、こちらフロントになっております。ゴールド部分は2色使っておりまして、トーン感ある配色になっております。こちらリアになります。はい、こちらポーズカットですね。はい、パーツ一覧になります。素体一体に多くのオプションパーツが付属しておりますので、手軽に 30mm のカスタマイズの楽しさを味わうことができます。頭部のバイザーだったりとか各部のアーマーに関しては着脱可能となっております。ソードとシールドにもジョイントはあるんですが、グリップのジョイントを返すことで手や腕に手軽に取り付けることもできます。そして今回ご注目いただきたいのが新規で付属しますエングレービングシールになります。こちらぷっくりとした光沢感のあるシールとなっております。島田さんに新規でデザインをいただきまして、ロイヤルナイトを手軽にディティールアップできる便利なシールとなります。この後実物でもお見せします。続きましてメタルキャノンバイクの方ですね。こちらフロント画像です。ボディやタイヤ部分などはメタルガンメタの成型色になっております。ヘッドライトの再現用にクリアイエローのホイールシールが付属します。リアの画像このような感じになります。はい、でですね、元の商品同様シリーズ各種機体の登場が可能です。カスタマイズ次第ではですね、キャノンバイクの名の通り大型キャノンとしても利用できます。こちらも元商品と同じ仕様ですが、2商品連結で二輪バイクを再現可能となっております。はい、こちら今回の商品で新規で付属します 3D メタリックシールになります。こちらレイヤー感がありギラッと反射するようなシールとなっております。こちらも海老川さんに新規でデザインをいただきまして、メタルキャノンバイクを手軽にディティールアップできる使いやすいシールとなっております。この後こちらも実物でお見せできればと思います。はい、実物の方お願いします。実物いきましょうか。はい、ロイヤルナイト仕様の方はこのような形になっております。元の、ナイト仕様の方はちょっとこうガンメタといいますかシルバーっぽい色味で、素体の方は紺っぽいものでしたけれども、今回は白い武装を携えてゴールドのところはですね、これ伝わるかな、ちょっと成型色でね、はい、ゴールド成型再現色が渋いところと明るいところというところで差が出ているかなというところで、もうちょっとあれですね、画面で見ると少し緑っぽいですけど、もうちょい金だったら金っぽい感じですかね、現物だと。そうですね、すごいメタリック感あるもんね、この色だと。かなりメタリック感あるかな。多分気になってるところで言うと、そうですね、エングレービングシールどんなのが気になってるんだろうっていうところで、こちらになるんですが、寄っていただいて分かりますかね。ひらめきを見せられるといいんですが、そうですね、シールドのところとかまさにそうなってると思うんです。ちょっとぷくってやっぱ膨らんでるんだね。そうですね、ちょっと膨らんだシールになってて、光の当たり方によってキラキラ輝くようなシールになっております。
こいいな。ちょっとまだこれ試作中ですけど、そうですね、試作中になりますが、シーール本体にお見せすると、こんな感じでギラッと光るようなシールになっています。どうぞ。ちょくちょくね、このエングレービングシールっていうのはいろんな商品でね、たまに使ってたりしてて、ガンプラとかでねよく使ってたりするやつを、うまくね流用させていただいて盛り込んだというような形になってますね。はい、こちらがロイヤルナイト仕様になりまして、メタルキャノンバイクの方はちょっとお見せできればと。これもね、だいぶその 3D メタリックシールを貼るとだいぶ印象がやっぱ変わるさらにので、ブラッシュアップされるというか、お願いできればと思います。これまだ貼ってない状態ね。はい、これが貼ってない状態です。元の商品と比べるとこのようなメタル感あるものになっておりまして、さあこちらシール貼りますとですね、このような形になります。こちらもちょっと角度変えると今ギラギラっとしてるのがわかるかなと思います。かなり反射感のあるシールになっております。こちら海老川さんにデザインしていただいたちょっとメーターっぽいデザインだったりとか、この座面だったりも特殊なデザインが入っておりますので、こちらもご注目いただけるかなというところでございます。いいですね。このカラバリグランプリって、もうある意味その商品化しますって言ってて、カラバリグランプリがそのマクシオンの約束やったんで、もう1位2位になった時点で。もうそのユーザーの皆さんにはある種その新商品がネタバレしてる状態というかっていうのがあって、なんかこうそのユーザーの皆さんの期待を超えられることをしてないなってなんとなく思ったんですよね。そうですね。その時になんか期待を超えられる仕様をなんか追加できないかというので。今回ナイト仕様はエングレービンシール、でこのキャノンバイクの方は 3D メタリックシールを用いることで、よりこのクオリティが上がるみたいな見せ方ができたら面白いよねってとこで、海老川さんとか島田さんもすごいご賛同いただいて、いいデザインにしていただいたなっていうところですかね。はい、ありがとうございます。一応シールの方こちらもアップでお見せできてなかったので、ここだけ最後にお見せさせてください。見せたい。はい、こちら寄れますでしょうか。すごいお得よね、光沢感。かなりギラッとしたシールで、これが入ってんのお得っすね。そうですね。結構シールも数多く入ってますので、こちらもお楽しみにしていただければ。他のものにもね流用できたりするので、そうですね。ぜひお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございます。こちらの方お値段税込み1188円で、違いますね、間違えました。こちらの商品でスピナティオの方が、お値段税込み2068円。2025年2月発売予定、エクザビークルの方がお値段税込み1298円、2025年3月発売となっておりますというところで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで30 minutes missions の新商品は以上となりまして、皆さんお待ちかねかと思いますが、次はあれをシリーズをちょっと発表させていただきましょうということで、いきましょう。はい、続いてはアーマードコアの紹介です。そして紹介するのは新たにこちらの方になります。はい、またまた新キャラクター登場でございます。全世界300万人のレイブンの皆さん、こんにちは。商品担当しております福田と申します。よろしくお願いします。はい、ということで、めちゃくちゃこわもての、企画担当が来ましたが全然怖くはないんであれですが、普段はねいろんな他のねシリーズも担当してたりでね、いろいろガンプラから他のロボ系とか本当にずっとねいろんなやつをやってたり、バージョン系とかもね、過去やってたりして、それを僕が引き継いだりね、そうですね、そういう歴史がありますが、今回このアーマードコアの企画担当としていろいろご紹介していただけるということで、じゃあまずは前回紹介したテストショットのちょっと紹介からですかね。こちらにごめんなさい、その前に僕ユニフォームもらえなくて新参者なんで、そうなんですよ。なんでちょっと自前でちょっと帽子かぶって生意気なやつかなと思われるところなんですけど、ちょっと
こんなものを先日ポップアップショップが幕張の方で開催されてまして、私一ユーザーとしてお邪魔したんですけど、しっかり買い物もさせていただいて、ちょっと自前で用意させてそうですね、はい、すみません、ちょっと無駄話をしましたが、はい、あれですからね、このアーマードコアの福田君もしかり、30 minutesプリファレンスの上原しかりですが、本当に その IP が大好きな人がこう商品企画をしてくれてるんで、はい、めちゃくちゃいい商品、ちょっとハードル上げちゃいましたが、やってますというところで、ちょっと皆さんいろいろ聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。で、早速ですけど、こちらに今、新商品の方ですね、いよいよ、来月に発売になります、ナイトフォールと、スティールヘイズ、試作品じゃなくてもうこれほぼほぼ商品状態ですねの、サンプルを、お持ちさせていただきました。で、あとですね、本日出すつもりなかったんですけど、なんかできたっていうことで、はい、ちょっとすごい、めちゃくちゃかっこいいです。このパッケージのデザイン担当してくれてる子もですね、しっかりレイブンの一人ということで、もちろん僕の方からもいろいろオーダーさせてもらったりしたんですけど、期待値以上のものでデザイン仕上げてくれてですね、かなりいい出来になってるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ発売もうすぐですんで、お待ちいただければと思います。ここね、これパッケージもね、これすごいんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、ここのね、この漢字、このなんかゲームのやつをね、ちゃんと踏襲してるというか、こういう面白さみたいなのもしっかり入れてるんで、取説もね、そうなんですよ、えぐいことになってる。めちゃくちゃこだわりました。取説もすごいね、なんかね、ちょっとうちでは珍しいよね、本当に。うちはね、いつもなんかちょっと足りねえだろみたいなことよく言われることが結構多いですけど、本当にこのアーマードコアの商品に関してはもう本当にふんだんにいろんなところにアーマードコア要素が入ってるっていうのが結構目白押しなので、ぜひね、ちょっと来月お待ちいただければなという感じですね。こんな格好で登場してるんで半分趣味、半分趣味、半分以上が趣味かもしれないですね。そうです。はい、ありがとうございます。ちょっと余談が多くなりましたが、はい。じゃあそれではちょっと皆さんお待ちかねかと思いますが、アーマードコアの新商品をご覧いただけますということで、こちらになります。はい、ですね、続いての新商品となりますが、ウェポンセットが2種、登場いたします。03の方がですね、2月の発売となっておりまして、1500円。税込みで1650円で、3月の方で04のセットが発売になりまして、そちらもですね価格1500円税込みで1650円という形になっております。で、03の方がですね、完全新規のパーツになっておりまして、皆様大変長らくお待たせしました。ストーリー進めるときに皆様両手に握ってたんじゃないかなと思うところでございますが、あと最近ですねランクマでも相当数見られる武器の、僕ちょっと嫌いなんですけど、住所が、いよいよ登場ということになっております。で、ベイラム系の武器でまとめさせていただいておりまして、ベイラムっぽい、実弾系の武器を、3種、あとはですね、高誘導のミサイルということで、ミサイルも、種類違いで、いろいろありますんで、揃えられるようにいろいろラインナップできればなということで、今回は、高誘導を、チョイスして、03の方でまとめさせていただいております。で、04に関してはですね、ライガーテールに、付属してた武装を、バリエとして、展開させていただいてるんですが、お察しのいい方はお気づきと思いますが、肩に背負ってる武器が1個違うぞということでですね、もともとライガーテールはソングバードを持ってたところなんですけど、ナイトフォールにもソングバーついてて、で、02のウェンポンセットですね、そちらにもソングバードがついていて、で04にもソングバードついてたら、ちょっといくつあってもいいもんですけど、ソングバードはさすがに多いだろうということで、今回ですね、違う武器を、04の方では付属をさせていただいております。はい、では、スライドの方ですかね。はい、はい、こちらの画像が、商品の詳細になっております。0102から引き続きですね、選択式で、左右に、装備できるような、差分のパーツがついているという形になっております。で、あと
なんかオービットパーツ多くねっていう、ところをお気づきの、皆様もいらっしゃるかと、思いますが、当然オービットを展開してなんぼというところでございますので、背中のところに浮いてるパーツですね、こちらの方もですね、付属させていただいてまして、収納状態と展開状態というところで、再現できるように、今回の商品の中に盛り込んでおります。はい、これもこだわりのバリバリアセンブル画面っぽい感じでまとめさせていただいておりますが、全身装備するとこんな感じになっております。はい、こちらがですね、先ほども、言いましたけど、右再現用と左再現用というところで形状差分つけまして、どちらにも装備できるようにということで考えております。はい、非常にライガーテルとも相性いいベイラムでもう全身固めた感じで非常にかっこいいショットになっております。はい、でこちら実弾オービットですが背中の方にしっかり浮かせることができるということで、銃の後ろの方にですねアクションベースに対応した穴を設けておりますので、ディスプレイする時もですね背中側に銃を浮かせられるという形になっております。はい、こちらでございます。ジマーマンですね。皆様一度は必ず使ったことあるんじゃないかなと思っております。ランクまで僕ボコボコにされるんでちょっと苦手な武器なんです苦手ね、嫌いじゃない、苦手ね。はい、ごめんなさい。はい、苦手ですね。ごめんなさい、なんか余談が多くなりますね。はい、こちらが高誘導とハンドガンですね。はい、続いてこちらが04のセットになっております。でこちらも差分の左右差分のパーツついておりまして、はい、全身装備するとこんな形になっております。で先ほども冒頭申し上げましたがソングバードが、4連装ミサイルの方に変わっておりますので、この4連装ミサイルを CC2000 オービターがつけてるとあと3つ武器があればなんかできるなということで皆様ご想像されるかと思いますが、今しばらくお待ちいただければと思います。はい、こちらも左右の差分パーツがついております。はい、大迫力の風弁ですね。こちらも左右分パーツついてますので、ライガーテールと合わせて買っていただければ、両手ガトリングというところで、こちらもストーリー使ってた方かなり多いんじゃないでしょうか。そちらの装備も再現できるという形になっています。はい、こちらが対応モードですね。一部パーツの差し替えで、機雷の投射時の、再現ができるということで、今こちらちょっと分かりにくいですけど、蓋のところがパカッと開きまして、機雷投射時を再現できるというパーツになっています。はい、最後にミサイルですね。一部ソングバードから差し替わった4連装ミサイルと、分裂ミサイルが、付属いたします。はい、ということで、試作の方を持ってきておりますので、こちらご確認ください。はい、現物の写真の方ですね。現物はい、はい、ちょっと見にくいですね。ごめんなさい。ちょっとねオプションなんで、はい、ちょっと見づらいかもしれないですが、こんな感じになっております。もうちょっとね寄るとディティールの細かさが、そうですね、このアーマードコアシリーズは、ね、本当にね細部までこだわって作ってるので、はい、AC シリーズ機体本体もそうですけど武器もかなり細かいので、そこもかなりこだわって作っております。でハンドガンもですね、背鏡の部分が左右で形が違ったりするんですけど、そちらも差分パーツつけてしっかり、両手で持てるように再現しております。はい、これ本当に対象年齢8歳っていうのがすごいですね。そうですね。8歳の中でやりきってるというか本当に俺妥協して15歳にしたくなっちゃうもんな。このディティール感っていうか細かさっていうのはすごいな。みんな細けーって言ってる。細かいです。ちょっと金型チームとか生産チームがいや本当に金型はね本当に大変だって言っててね、この場を借りてお詫び申し上げます。裏話ですけど、いやなんか普通のね HG クラスのディティールですよとかなんかみんなね最初はごまかして言ってたらとんでもないディティールが来ていやいやこの期間じゃ作れないっすみたいなね
騙したなみたいなこんなディティールあるって知らないよみたいな感じになってましたもんね。はい、もう設計担当も愛が止まらなくてですね、ちょっと立ち止まった方がいいんじゃないみたいなことを僕の方からブレーキをかけなきゃやりすぎてしまうぐらいの温度感なので、本当に愛のあるチームがアーマードコアのプラモ作ってますので、はい、皆様ぜひご期待いただければなと思っております。はい、ありがとうございます。こちらの方はお値段税込み1650円、ウェポンセット03は2025年2月、ウェポンセット04は2025年3月に発売予定です。ありがとうございました。はい、それをしましたらここまでの新商品情報をおさらいしましょう。はい、いろいろありましたが 30mm はフルアーマーあったり、色の空張りのねやつがアクションの約束が果たされたり、そうですね、エグザビークルの新しいの出たり、アーマードコアはウェポンセット出たりって、各シリーズいろいろありますね。いやすごいな。どうですか？皆さんも多分アマコア足らんぞときっと思われていることでしょう。いや本当にね、あれウェポンセットだけ今日みたいな話、多分絶対出ると思うんで、そんなどうですか中林 P スケッチブックなんかちょっとあれなんですか、書きましたか？はい、こちらです。見る設定画といただきました。私も30 minutes missions 担当ということで勉強用にですね、会社の方で組み立てさせていただいた時に、やっぱりゲームで見た時ももちろんかっこいいんですけど、やっぱり一瞬でこう通り過ぎちゃうので見れない部分とかをですね360度から、しかも自分の時間に合わせてもうじっくりと見れるっていうところもありますので、なんかこの辺り購入していただいた後に楽しんでいただけるかなと思っております。すごいいいコメント言うね。びっくりしたわ今。いやこの後出すの恥ずかしいわ。これちょっと一回保険打っときますけど、これ普通に今この場で書いてますからね、これ仕込みゼロで。ちょっとあれだな。仕込んでないから、仕込みなしなんで。じゃあちょっと西澤さんで。いやハードルガンガン上がってるだけやん。そうなんか8歳でもね、不器用な人でも多分作りやすい仕組みなんじゃないかなと思って、不器用でもフルにカスタムしたいやーってほらこういう空気感になってるじゃない。ほら俺一生懸命さ、なんか楽しいなと思いながら見てたのに、順番逆の方が良かった。順番逆でしたね。順番逆でしたね。ちょっと挙手制にすればよかったな。挙手制にすればよかったっすわ。いや本当に。いや、で、僕ですけど、僕ちょっと2個ありますね。1個目フルアーマー、これ誰のちょっと反対勢力の気持ちですが、我々は対応できるのかっていうところで、ちょっとこの世界観に入り込んだコメントということで、フルアーマーあるってことは対抗勢力もちょっと頑張ってほしいなっていうのがこの僕の気持ちですかね。はい、っていうのと、もう一個実はありまして、ちょっとね AC ですね。ちょっとねさっき若干あれでしたけど、 AC がウェポンだけそんなわけないよねっていうところで、はい、いやちょっと今日のねアジェンダエンド点はてなってねちょっと書きましたんで、ちょっとねこの皆さんちょっと最後までみんなびっくりしてる。最後までいや本当に皆さん最後までちょっとこの生配信を見ていただきたいなという思いを込めて、ちょっとこんな感じを出させていただきましたので、みんな「お」の数が多い。みんな「おお」ということで、はい、ちょっと2024年度中はですね、一部ちょっと買えなかったってお客様の声もかなり多かったというところで大変申し訳ないと思っております。で2024年度中は買えなかったお客様のためにしっかり再販をですね、スティールヘッド、ナイトフォールとかマライガテールとかそちらの方をさせていただいて、期待はですね今しばらくお待ちいただければと思っております。しっかり仕込んでおりますんで、ぜひぜひご期待ください。めちゃくちゃまだまだ喋り足りないんですよ。もうね足りないんですけども、早くしろ早くしろってね。あとはそう前々回の最初の発表の時も出たかった。でも斉田君が最後だった。で前回は中林君が初登場で、ちょっと僕の出る幕がなかった。まだまだ喋り足りないんですけど、そうですね。時間だということで。そうですね。次も次回以降もねたくさん出ていただけるのかなと思いますので、はい、中林さん、福田さんありがとうございました。
以上 30mm の最新情報となります。はい、最後になりますが、30 minutes レーベルピックアップニュースです。はい、こちら30 minutes レーベルのニュースを紹介させていただきます。まずはこちらのニュースからです。はい、今絶賛開催しております 30ms 第2回シスターズ7選抜オーディションになります。こちらの方すでに開催しておりますが、たくさんのご応募いただいておりまして、ぜひぜひ引き続き皆さんにご応募いただければなと思いますというのと、今回ちょっと素組のシスターズ7みたいなのもちょっと設けたり、いろいろ賞というかいうのも用意してますので、またちょっとね第1回からさらにバージョンアップさせていただいたオーディションとなってますので、ぜひ9月8日まで開催しておりますので、皆さんご応募の方よろしくお願いいたします。はい、続きましてこちらのニュースです。はい、30 minutes ミッションズの方でもですね、5周年記念カスタマイズミッションズ EX の方を開催中でございます。すでにですね、たくさんのご参加いただきありがとうございます。作品も見させていただいて、今から審査するのをすごく楽しみにしております。まだまだ投稿可能ですので、お気軽にご参加いただければと思っております。また今回、素組の部門があるというところだったりとか、あとは、ロイロイ祭りというところで、いつもの期待と変わってロイロイという支援メカにフォーカスした方のコンテストも行っておりますので、この際気になった方はロイロイについても調べていただければと思います。ぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。以上ピックアップニュースでした。はい、お送りしてきました30 minutes レーベル新商品発表会ですが、エンディングのお時間となりました。今回も新商品あり、いろんな解禁情報もありで、そして私が商品紹介と進行両方やるっていうすごいです、はい、イレギュラーで疲れました。お疲れ様です。疲れまして、疲れました。ちょっと進行がどうだったかちょっと皆さん評価していただければと思います。いや本当に根本さん戻ってきてっていうのが僕の気持ちですが、大変なんで、はい、ぜひいろんなね情報もこれからも出していければなと思いますが、それでは改めて西澤さん。はい。コメントの方よろしくお願いいたします。コメントですね。はい。はい。いよいよですね、30 minutes ファンタジーが今週末発売という形になります。そう商品いよいよ発売となりますので、ぜひ皆さんですね、冒険を始めていただければなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。西田さんありがとうございました。じゃあ次は中林 P お願いいたします。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。30mm からはフラームアルトという形で一番最初に出た機体を完全版として商品化させていただいたこともありますし、30MF の新たな始まりだったりとか、あとは、30MS の方では新しいデザイナーさんが入られたりとか、新しいパーツいっぱい出ていきますので、これからもカスタマイズの方を楽しんでいただければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後から私の方からですが、もう30 minutes レーベルの新商品発表会が第7回というところで、約2年近く経つのかなというところになりますが、最初はね MM と MS だけだったんですけど、ファンタジーが立ち上がり、そして今回プリファレンスが発表できたというところで、本当にね第1回の時は本当にサイダー P と僕と、あとプロモ担当の渋谷さんっていう人いるんですけど、3人だけでやったんですよ、本当に。でマジで死ぬかと思うぐらい大変だったんですけど、なんか今本当にもうこのチームも拡大してますし、やれることもすごい増えたし、それこそこの商品も幅もいっぱい見せれるようにどんどんなりましたし、プロモーションもいろいろできるようになって、本当に感慨深いなと思います。本当に
で、これからもねこのプリファレンスが立ち上がってさらにいろんな、IP とかも商品化してきたらなと思ってますので、このボッチ・ザ・ロックの4人発表しましたが、これからね違うちょっとねキャラクターとかもどんどん30 minutes レーベルの中からチャレンジしていきたいと思ってますので、ぜひ今後もこの30 minutes レーベル全部を、ね、皆さんに応援していただければなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、そうしまして今回の情報以外にも現在のご覧になっている30 minutes チャンネルでは随時情報を発信していますので、こちらのチャンネルの登録と高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。SNS の X の方ではハッシュタグ30 minutes 発表会で今日の感想を受け付けているのもちろんですが、新商品発表会についてのアンケートもこの後実施中です。そちらのご回答もお願いいたします。そして先ほど、僕の方がいろいろ出しましたけど、毎度お決まりですが、ご視聴ありがとうございましたが出るまでがこの30 minutes レーベルの新商品発表会になりますので、最後の最後までちょっとご覧いただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。以上ここまでの進行は30 minutes シスターズのプロデューサー諸岡でした。ありがとうございました。この番組は時間を忘れて楽しむ30分30 minutes レーベルを展開するバンダイスピリッツの提供でお送りしました。